のささやきの朗読や3年前の夏、当時付き合っていたユーマと宮古島へ旅行へ行った。今でもあの時のことを思い出すと耳の奥で波の音がする。私は沖縄自体が初めてで、宮古島なんてもちろん行ったこともなかった。でもユーマは旅行の話が出た時から妙に宮古島にこだわっていた。離島ってさ、空気違うらしいよ。本州と全然別の場所みたいなんだって。レンタカーを借りて海沿いを走りながら、ユーマはずっと楽しそうにしていた。窓を開けると生ぬるい潮風が入ってくる。真っ白な道路、低い建物、遠くまで続く青い海。どこを見ても綺麗で、現実感が薄かった。私は助手席で写真を撮りながら、なんか海外みたいだね、と言った。ユーマは笑いながら、わかる、日本っぽくないよな。そう返してきた。今思えば本当に普通の旅行だった。少なくともあの日の夜までは。到着した初日は夕方まで海で遊んだ。与那覇前浜という有名なビーチに行って、売店でブルーシールアイスを食べて砂浜を歩いた。ユーマはずっとスマホで写真を撮っていた。彩香、そこ立って。また？いいからいいから。夕日を背にして撮られた写真の中で私は笑っている。その写真は今でもスマホの奥に残っているけど、もう開けてはいない。なんとなく見たくなくて。夜は港の近くにある小さな居酒屋に入った。観光客向けって感じではなくて、地元の人が来るような、そんな静かな店だった。カウンターの奥ではテレビが流れていて、酔ったおじさんたちが小さい声で野球を見ていた。ユーマはこういう店が好きだった。こういうとこ絶対うまいんだって。と言って勝手に入っていく。店員は40代くらいの女性で、落ち着いた感じの人だった。料理はどれも美味しくて、私は途中からかなり機嫌が良くなっていた。多分、その時だったと思う。ユーマがスマホを見ながら、あ、ここちょっと良さそうじゃない？そう言ったのは。何が？海。ほら。画面を見せられる。そこには夜の海岸の写真が写っていた。街灯もない真っ暗な砂浜。頭上には星がびっしりと見えている。うわー、綺麗だね。思わず声が出た。宮古島って星が綺麗だとは聞いていたけど、その写真は少し異様なくらい空が明るかった。ユーマが笑う。明日さ、夜ここに行ってみようよ。夜？星見るだけだって。私は少し嫌だった。理由はわからないけど、その写真を見たときに妙に胸がざわついたんだ。なんというか静かすぎる感じがした。その時、料理を運んできた店員さんがスマホの画面をちらっと見た。ほんの一瞬だけ。でも、その人の表情が変わったのを私は見逃さなかった。その海、夜は行かない方がいいですよ。急に言われて、私は思わず顔を上げた。ユーマは軽く笑う。
危ない感じですか？危ないっていうか。店員さんは少しだけ言葉を止めた。それから妙に曖昧な言い方をした。夜はあんまり人が近づかないので。へえ。特に大潮の日は。そこまで言って店員さんはそれ以上何も言わなかった。ただスマホの画面をもう一度見て小さく。地元の人は絶対に行きません。それだけ言った。店を出た後、私は少し気になっていた。なんか変な言い方だったね。歩きながらそう言うと、ユーマは笑った。まあ、地元ルールみたいなのがあるんじゃないか？でも、行かないって言い方してたよ。綾香、怖がりすぎ。そう言って、ユーマは私の肩を軽く押した。港の近くは静かだった。昼間はあんなに暑かったのに、夜風だけ少し冷たかったのを覚えている。その時だった。すれ違った年配の男の人が、私たちの会話を聞いていたみたいに、急に立ち止まった。夜の海に行くのか？低い声だった。私たちは振り返る。帽子を深くかぶった小柄なおじさんだった。ユーマが、ああ、はい、星見に。とだけ答える。するとその人は少し黙ってから、北側の浜か？と聞いてきた。ユーマがスマホを確認しながら、多分そのあたりですね。そう言うと、おじさんの顔はわずかに曇ったんだ。やめておけ。はっきりとそう言った。私は急に居心地が悪くなった。ユーマも少し困ったように笑う。そんなやばい場所なんですか？するとおじさんは私たちを見ながら変なことを言った。昼はいい。でも夜は人のいる場所じゃない。その言い方が妙に引っかかった。危ないじゃなくて、人のいる場所じゃない。まるで夜になると別の何かの場所になるみたいな、そんな言い方だったんだ。私は無意識にユーマの腕を掴んでいた。でもユーマは、大丈夫ですよ。すぐに帰りますから。と軽く返した。おじさんはそれ以上何も言わなかった。ただ私たちの後ろ、暗い海の方を見ていた。ホテルに戻った後も私はなんとなく落ち着かなかった。シャワーを浴びている間もさっきの会話を思い出していた。変な感じだった。具体的に何が怖いとかではない。でも近づいちゃいけないものの話をされた時みたいな感覚がずっと残っていた。部屋に戻るとユーマはベッドに寝っ転がりながらスマホを見ていた。見てこれ。そう言って画面を向けてくる。昼間に見せられた海岸の写真だった。でも今度は別の投稿が写っている。真っ暗な海、その波打ち際に白っぽいものが並んでいる。何これ？わかんない。でもコメント欄見て。私は画面を覗き込んだ。夜中に変な音が聞こえた。祭りみたいな音がした。地元の人に止められた。あそこ、昔から有名だよ。そんな書き込みが並んでいた。冗談半分みたいなコメントもあったけれど、中には
妙に生々しい文章も混ざっていたんだ。その中で一つだけ気になる投稿があった。波の音が聞こえなくなったら戻った方がいい。私はその文章を見た瞬間、なぜか鳥肌が立った。やめようよ、やっぱり。そう言うと、ユーマは少し笑った。大丈夫だって、肝試しみたいなもんじゃん。でもさ、彩香、怖かったら車で待っててもいいよ。冗談っぽくそう言われて、少しムッとしてしまった。そういう言い方嫌い。ごめん。ユーマはすぐに謝った。それから体を起こして、本当に危なそうなら行かねえから、と言った。その言い方が優しくて、私はそれ以上強くは言えなかった。でも今思えば、あの時にちゃんと止めていればよかった。無理にでも。あの海へ行かなければ、ユーマは今もいなくならなかったのかもしれない。次の日は朝から快晴だった。昨日の不安なんて忘れてしまうくらい、宮古島の海は綺麗だった。朝早く起きて、ホテルの近くを散歩して、コンビニで買ったおにぎりを海沿いのベンチで食べた。ユーマはずっと機嫌が良かった。いいなあ、ここ。何度も同じことを言っていた。昼は伊良部大橋を渡って展望台へ行ったり、カフェに入ったり、本当に普通の旅行をしていた。だから私は夜の海の話をなるべく考えないようにしていた。でも夕方が近づくにつれて少しずつ胸の奥が重くなっていった。ホテルへ戻る頃には空が赤く染まり始めていた。シャワーを浴びて準備をしている間も私は何度か言おうとした。やっぱりやめない？って。でもユーマは完全に行く気だった。子供みたいに。絶対星すごいって。なんて笑っていて。結局、私は何も言えなかった。夜9時過ぎ、私たちはレンタカーでホテルを出た。街中を離れるにつれて、道路はどんどん暗くなっていく。街灯も少ない。時々、道路脇に背の低い木が並んでいて、その影がヘッドライトに照らされるたびに人が立っているように見えた。車内では音楽が流れていたけれど、途中からユーマが音量を下げた。この辺っぽいなぁ。スマホの地図を見ながらつぶやいた。私は窓の外を見た。本当に何もなかった。店も民家も明かりもない。暗闇だけが続いている。ねえ、こんな場所に海あるの？多分あるよ。ユーマは笑っていたけど、少しだけ緊張しているようにも見えた。しばらく走ると、細い脇道が見えた。舗装はされてるけど、かなり狭い。雑草が道路にまで伸びていて、ほとんど使われていない道みたいだった。ここか。ユーマがハンドルを切る。え、ちょっと待って。本当に入るの？すぐ戻るって。車はゆっくりと暗い道を進んだ。ヘッドライトの先だけが白く浮かび上がる。左右は完全な闇だった。途中から窓の外で風の音が聞こえ始めた。海が近いんだと思った。でも不思議だった。海の近くなのに
波の音がほとんど聞こえない。数分後、急に視界が開けた。砂浜だった。うわぁ。思わず声が漏れる。空いっぱいに星が広がっていた。昼間よりも現実感がなくて、まるで空そのものが近づいてきているみたいだった。ユーマが小さく笑う。ほら、来てよかったじゃん。確かに綺麗だった。でも、その時私は別のことが気になっていた。砂浜には足跡があった。大量に、裸足の足跡。子供みたいに小さいのもあれば、大人のものもある。いくつも重なっていて、砂浜の奥まで続いていた。こんな時間なのに、人いるのかな？私がそう言うと、ユーマも砂を見た。昼のじゃない？でもこれ。そこで言葉が止まった。足跡が全部海へと向かっていたんだ。戻ってくる跡が一つもない。急に風が吹いた。生暖かい風だった。その瞬間、背筋がゾワッとした。理由はわからない。でも、何かがおかしかった。空気が重い。音が変だった。普通、夜の海って、もっと波の音がするはずなのに、ここは静かすぎるんだ。ねえ、ユーマ、帰ろうよ。え？なんか、ここ嫌だ。ユーマは少し困ったように笑った。すぐ帰るよ。ちょっとだけ。そう言って、海の方へと歩いていく。私は仕方なく後を追った。波打ち際まで近づいた時だった。遠くで音がした。カンと金属みたいな音。私は足を止めた。ねえ、聞こえた？ユーマも振り返る。ん？もう一度。カン、カン。一定の間隔で鳴っているんだ。その音は風鈴にも似ていた。でも、どこか違う。もっと低くて響く音だった。何あれ？船とかじゃない？ユーマはそう言ったけど、その声は少しこわばっていた。音は海の方から聞こえていた。やがて、その音に混じって別の音が聞こえ始めた。ザッ、ザッと砂を踏む音。誰かが歩いているみたいな。でも、周囲には誰もいない。私は急に息苦しくなった。ねえ、帰ろう。声が震えていた。ユーマもさっきまでみたいに笑ってはいなかった。海を見ている。暗い海の沖。そこをじっと。なあ、彩香。何？あれ、人じゃない？私はゆっくりと海の方を見た。最初は何も見えなかった。でも、目が暗闇に慣れてくるにつれて、少しずつそれが見えてきた。海の上、沖の方、白っぽい影が並んでいた。何人も、横一列に。波の上に立っているみたいに見えた。その瞬間、カン、カン、カン。急に音が近づいた。同時に、ドン、ドン、と低い音が響き始めた。それは太鼓みたいな音だった。
地面の奥から鳴っているみたいに腹に響く。私はもう完全に怖くなっていた。帰ろうよ。叫ぶみたいに言う。ユーマもようやく、やばいな、これ。とつぶやいた。その時だった。風に混じって人の声みたいなものが聞こえた。遠くで大勢が何かを唱えている。言葉では聞き取れない。でも確実にこっちへと近づいてきていた。ザ、ザ、ザと砂浜のどこかで足音がする。でも誰も見えない。音だけが増えていく。それは私たちの周りを囲むみたいに。ユーマが私の腕を掴んだ。車戻るぞ。その声が少し震えていた。私たちは足早で砂浜を戻り始めた。その時背後で一瞬だけ笑い声みたいなものが聞こえた。その笑い声を聞いた瞬間、全身の血の気が引いた。それは子供みたいな声だった。でも楽しそうな笑い方ではない。何かを見つけた時みたいな妙に湿った笑い声だった。私は反射的に振り返りそうになった。その瞬間、見るな。ユーマが強く私の腕を引いた。あんな声、初めて聞いた。本気で焦っている声だった。砂浜を戻る間も足音はずっとついてきていた。ザ、ザ、ザと裸足で砂を踏む音。それも一人ではない。何十人分もの足音が一定の距離を保ちながら後ろを歩いてくる。なのに振り返っても誰もいない。私は半分泣きそうになりながら歩いていた。ユーマ。大丈夫だからそのまま行け。そう言いながらユーマは何度も後ろを気にしていた。その声がもう余裕を失っていた。やがて前方に止めていたレンタカーが見えた。その瞬間、プツッと周囲の音が全部消えたんだ。風も波の音も足音も。急に世界から音だけが抜け落ちたみたいに完全な静寂になった。私は思わず立ち止まった。おかしい。静かすぎる。さっきまで聞こえていた波の音が完全になくなっていたんだ。その時、ホテルで見た投稿を急に思い出した。波の音が聞こえなくなったら戻った方がいい。心臓が一気に跳ね上がった。次の瞬間、ドン。背後で巨大な太鼓の音が鳴った。私は悲鳴を上げる。同時に、ザッ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 と砂浜中から一斉に足音が走り出した。見えない。でもわかる。何十、何百っていう足音がものすごい勢いでこっちへ向かってきていた。走れ！ユーマが叫ぶ。私たちは車へ向かって全力で走った。ユーマが叫ぶ。背後では祭り林みたいな音が鳴り響いている。カン、カン、カン。太鼓の音、人の声、笑い声、何かを唱える声。全部が混ざって耳の奥でぐちゃぐちゃになっていた。私はもう半分パニックだった。でもその時、ユーマが急に足を止めた。
私は振り返った。ユーマが自分の足元を見ていた。顔色が変わっている。ねえ、どうしたの？ユーマは答えなかった。ただ、震えた声で言った。彩香、先に行け。何言ってるの？いいから。怒鳴るみたいな声だった。私は初めて気づいた。砂浜に残る足跡。私たちのものとは別に、ユーマの足跡だけが海の方へと続いていた。一歩、また一歩。本人は立ち止まっているのに、砂浜にだけ次の足跡が増えていく。まるで見えない誰かがユーマを海へと連れて行こうとしているみたいに。何これ？私の声が震える。ユーマは青ざめたまま後ろを見ていた。暗闇の海、その沖に白い影が並んでいる。最初より近い。明らかにゆっくりこっちへと来ていた。その時、耳元で声がした。本当にすぐ近くで。一人。女の声だった。返せ。ゾッとした。声が近すぎる。私は反射的に周囲を見た。でも誰もいない。なのに次の瞬間、首筋に濡れた髪みたいな感触が触れたんだ。私は悲鳴を上げる。彩香！ユーマが私を突き飛ばした。私は砂浜に倒れ込む。その瞬間、私の目の前を何か白いものが横切った。それは人だった。着物みたいな白い服を着た人影。でも顔が見えない。何人も何人も暗闇の中を歩いていた。波打ち際をゆっくりとこっちを見ながら。祭り林が爆音みたいに響いた。もう耳を塞いでも意味がないくらい大きかった。ユーマが叫ぶ。振り返るな。私はその声で我に返った。車に行け！早く！でも、いいから行け！私は立ち上がって走った。涙で前が見えなかった。後ろでは砂を踏む音が狂ったみたいになっていた。人の声、笑い声、太鼓、全部が追いかけてくる。震える手で車のドアを開けた。鍵を落としそうになりながらエンジンをかける。その時だった。バンと後部座席の窓を何かが叩いた。私は叫びながら顔を上げる。でも窓の外には誰もいない。なのに濡れた手形だけがついていたんだ。ユーマ！私は叫んだ。だけど返事はない。フロントガラスの向こう、暗い砂浜の中に人影が大量に立っていた。白い服、揺れている。でも顔だけが見えない。その奥でユーマが誰かに腕をつかまれているのが見えた。やめて！私は車を降りようとした。その瞬間、助手席のドアがガチャッと開いた。ユーマが乗ってきたんだと思った。でも、助手席には誰もいなかった。ただ濡れた砂だけがシートに大量に落ちていた。その瞬間、耳元ですぐ隣で誰かが笑ったんだ。私は悲鳴を上げてアクセルを踏んだ。タイヤが砂を巻き上げる。
車は細い道を狂ったみたいに走った。私にバックミラーを見る勇気はなかった。ただ走っている間ずっと後部座席から砂を踏むような音だけが聞こえていたんだ。ザッ、ザッ、ザッと。気づいた時には私は明るい道路まで戻っていた。コンビニの駐車場で車を止めてそのまま吐いた。手が震えて止まらなかった。スマホを見る。ユーマからの連絡はなかった。何度電話してもつながらない。そして翌朝、警察と地元の人たちが海岸を探してくれた。でも結局、ユーマは見つからなかった。残っていたのは砂浜の足跡だけだった。私の足跡、ユーマの足跡、そして海へと向かう大量の裸足の跡。その中でユーマの足跡だけが途中から消えていた。まるでその場所で向こう側へ連れて行かれたみたいに。探しに来ていた年配の男性が小さく言った。返してもらえたんだな。私は意味がわからなかった。だけどその人は海を見たまま続けた。昔からあるんだよ、呼ばれる日が。風が吹いた。波の音が聞こえる。でもあの夜みたいに急に波の音が消える瞬間がある。その度に私は思い出してしまう。あの砂浜、祭り林。暗い海の上に並んでいた白い影。そして最後に聞いたユーマの声を。振り返るな。今でも私は夜の海へは行けない。もしあの時私が振り返っていたら、きっと帰ってこられなかった気がする。これは俺の祖父の父。俺にとってはひいじいちゃんになるのかな。その人が体験した話だそうです。時代は大正。かなり昔の話ですね。ひいじいちゃんの名前を仮に正雄としておきます。正雄は狩りが趣味だったそうです。暇さえあれば山へと入り、イノシシやノウサギ、キジなんかを取っていたらしい。猟銃の腕も相当な名人だったそうで、狩り仲間の間ではちょっとした有名人だったとか。でも山って不思議なことが起こる場所でもありますよね。俺のじいちゃんも正雄からいろんな妙な話を聞いていたそうです。今日はその中でも一番怖かったという話をします。その日はカラッと晴れた五月晴れでした。正雄は猟銃を担いで愛犬のタケルと一緒にいつもの山へと入っていました。ちなみにタケルは秋田県です。正雄は山狩りの経験が長く、一人で山へ入ることも多かったらしい。山の中には自分で建てた山小屋までありました。取った獲物をそこで料理して酒を飲む。それが何よりの楽しみだったそうです。その日も早朝から狩りを始めていました。ですが、獲物は全く取れませんでした。気がつけば夕方。山の中は少しずつ薄暗くなっていました。正雄は、あと1時間くらい頑張ってみるか。そう思い、狩りを続けることにしたそうです。それから30分ほど経った時でした。今日の獲物はもう諦めかけていた、その時。
突然目の前に立派なイノシシが現れたんです。しかも子連れでした。正雄は狙いを定め、弾を撃とうとします。ですが、突然現れた人間に驚いたのか、イノシシは急反転し、そのまま山道を駆け上がっていきました。正雄は一発撃ちましたが、外れたようです。すると、愛犬のタケルが真っ先に追いかけていきました。正雄もそれに続き、険しい山道を駆け上がりました。15分ほど追跡したでしょうか。とうとう、イノシシの親子を見失ってしまいました。しかも、タケルともはぐれてしまった。途方に暮れていたその時、遠くからタケルの吠える声が聞こえてきました。正雄はその声を頼りに山道を走りました。そして、さらに10分ほど走った先、タケルはそこにいました。深い茂みに向かって激しく吠えています。そこは左右に巨大な松の木がそびえていて、まるで何かの入り口のようにも見えるような場所でした。そして正雄はそこをよく知っていたそうです。そこは狩り仲間、いや、その土地に住む人間すべてが暗黙の了解として避けていた場所。絶対に入ってはいけない場所でした。正雄は幼い頃から何度も聞かされていたそうです。あそこは山の神さんがおるでな。うかつに入ったら食われてしまうど。と。ですが、なぜかその禁断の場所よりさらに奥へ進むと、獲物が面白いように取れるらしいんです。ただ、掟を破ってそこに入った漁師は、昔から行方不明になるものが後を絶たなかったそうです。それでも、タケルはその茂みに向かって激しく吠えています。あのイノシシの親子が近くにいるのは間違いありません。そして、正雄は誘惑に負け、禁断の地へと足を踏み入れてしまいました。時刻は午後5時を過ぎていました。まだなんとか周囲は見渡せます。ですが、狩りをするには危険な暗さでした。さっきまで吠えていたタケルも、いつの間にか静かになっています。正雄は、さすがに、もう諦めるかな。そう思ったそうです。その時でした。突然タケルが再び、猛然と吠え始めたんです。そして、そのまま駆け出した。正雄も慌てて追いかけます。50メートルほど走ったところで、タケルが低くうなりながら腰を落とし、威嚇の体勢をとっていました。とうとう見つけたか。正雄はそう思い、前方を見ました。そこは少し開けた広場のようになっていました。そしてその中央に黒い影がうずくまっていたんです。ぐちゃ、ぐちゃ、と何かを咀嚼するような音。それと同時に凄まじい獣臭が辺りに漂っていました。正雄は唾を飲み込みました。そして地面に片膝をつき、猟銃を構えました。ですが、正雄はすぐに違和感を覚えたそうです。イノシシじゃないな。そう判断しました。イノシシにしては体が細すぎる。しかも体毛もほとんど生えていない。狼か？一瞬そう思ったそうですが、この山に狼がいるなんて聞いたことも見たこともありません。よく見ると、それは地面に横たわったさっきのイノシシの子供を食べていたんです。獲物を横取りされた。そう感じた正雄は、それへ銃口を向けました。そして、引き金を引こうとした。
ですが、指が動かない。それどころか、体全体がまるで金縛りにあったように動かなかったそうです。ただ奥歯だけが恐怖でガチガチと鳴っていた。その時それが正雄の気配に気づいたのか、食事をやめ、ゆっくりとこちらへ顔を向けたんです。正雄はその瞬間、全身の血が凍ったそうです。どう見てもそれは人間の顔だった。しかも2、3歳くらいの赤子の顔。体長は150センチほど。豹のような細い体、薄い体毛。そして顔だけが人間の赤ん坊。わかりやすく言えば、豹の体に赤子の顔。そんな化け物だったそうです。正雄は思わず、化け物だ、とつぶやいたそうです。それは、イノシシの血でギトギトになった口を、長い舌で舐め回しながら、ゆっくりと正雄へと近づいてきました。正雄は思いました。殺される。その瞬間でした。タケルがそれに飛びかかったんです。タケルはそいつの右前足に食らいつき、激しく首を振っています。それは人間の赤子そっくりの声で泣きながら、左足でタケルの鼻先を引っかいていました。しばらく唖然としていた正雄ですが、その時、ふと我に返ったそうです。気づけば体が動く。正雄はすぐに猟銃を撃ちました。ですが、不発。そんなバカな。正雄は猟銃の手入れを欠かしたことなんて一度もありませんでした。今日だって山へ入る前に確認したばっかりです。もう一度引き金を引く。不発。その間にもそれはタケルの首筋に噛みついていた。タケルが悲鳴のような鳴き声を上げました。正雄は無我夢中でした。腰に刺していた大型の山刀を引き抜き、それを背中へ切りつけたんです。するとそれは、ルーあー、まるで発情期の猫みたいな声で泣いたんです。ですが、それでもタケルから離れなかった。正雄はもう一度山刀を振りかぶり、それの尻尾を切断したんです。その瞬間それは、あー、そう叫びながら森のさらに奥、深い茂みの中へと消えていきました。正雄はしばらく唖然と立ち尽くしていたそうです。ですが、タケルの、はっ、はっ、はっ、という苦しそうな息遣いを聞いて、我に返りました。タケルの首筋には、人間の歯型そっくりの髪跡が残っていたそうです。血は出ていましたが、幸い傷はそこまで深くなかった。正雄は消毒薬と布で応急処置をしてやりました。なんとか自力で歩ける状態だったそうです。ですが、こんな場所でもたもたしていたら、またあの化け物が戻ってくるかもしれない。正雄はタケルと共に急いで山道を降り始めました。やがて正雄の山小屋が見えてきました。ここまで来れば村まで30分とかからない。そこで正雄はようやく少し安心したそうです。そしてそのまま足早に村へと向かいました。ですが、山小屋から下って15分ほど経った頃、正雄は妙な感覚を覚えたそうです。変だな。同じ道をぐるぐる回っているような気がする。でもこの山は正雄が幼い頃から
遊び回っていた山です。道に迷うなんてまずありえない。それでも言いようのない不安に襲われた正雄はさらに足を速めました。そしてさらに15分ほど歩いたとき、正雄は思わず立ち止まったそうです。そんなバカな。目の前にさっきの山小屋があったんです。正雄は混乱しました。ですが、あまりの出来事に気が動転して道を間違えたんだろう。そう考え、もう一度いつもの道を降り始めました。ですが、すぐに絶望したそうです。どうしても何度歩いても山小屋へと戻ってきてしまう。タケルの息も荒い。首に巻いた布からは血が滲んでいました。正雄は気が進みませんでしたが、その日は山小屋に泊まることを決めたそうです。山小屋の中へ入った時には、すでに午後8時を過ぎていました。すると突然、安心感と疲労感と空腹感が一気に押し寄せてきました。正雄はその場に大の字になって寝っ転がりました。そしてさっき遭遇したあれのことを考えていたそうです。やっぱりあれは山の神さんだったんじゃろか。そう思った瞬間、体の震えが止まらなくなった。正雄は気づけ代わりに山小屋へ置いてあった焼酎を飲み始めました。保存食のイノシシの燻製もありましたが、ほとんど喉を通らなかったそうです。タケルへ分けてやると嬉しそうに食べていたと言います。正雄は思いました。今日は眠れねえな。そして猟銃を脇へ置き、寝ずの番をすることに決めたそうです。ガリガリ、ガリガリ。何かを引っかくような音で正雄は目を覚ましました。疲労と酒のせいでいつの間にか眠ってしまっていたようです。時計を見ると午前1時過ぎ。ガリガリ、ガリガリ。その音は山小屋の屋根から聞こえてきました。タケルも目を覚ましたようで低くうなっています。正雄も無意識に猟銃を手に取っていました。まさかあいつが来たんじゃなかろうか。そう思ったそうです。ですが、外へ出て確かめる勇気はない。正雄は猟銃を握りしめたまま、ただ天井を睨み続けていました。それから10分ほど、屋根を爪で引っかくような音が続き、やがてピタリと止んだそうです。正雄にとっては永遠みたいに長い時間だったと言っていました。音が止んだ後も正雄は天井を見続けていました。すると今度はボソボソと人間がつぶやくような声が聞こえてきたんです。正雄は恐怖で震えながら耳を澄ませました。その瞬間、タケルが突然凄まじい勢いで吠え始めたんです。そして何かが山小屋の屋根の上を走るような音がしました。その直後、ドン！何か重いものが地面に飛び降りた音。タケルは今度は山小屋の入り口へ向かって吠え続けていました。すると、ガリガリ、ガリガリ。今度は入り口の扉を何かが引っかいている音が聞こえてきたんです。タケルは尻尾を丸め、後ずさりしながらも必死に吠え続けていました。正雄は恐怖のあまり叫びました。誰だ？
両手を扉へ向けて構える。すると引っかく音がピタリと止みました。そして扉のすぐ向こう側からはっきりと人間の子供のような声が聞こえてきたんです。しーぽしーその瞬間マサオは確信したそうです。あいつだ。恐怖で奥歯がガチガチ鳴る。マサオは震えながら叫びました。何の用だ。タケルはまだ吠え続けています。すると扉の向こうから、しーぽしーぽ私の尻尾を返しておくれ。それははっきりと人間の言葉でそう言ったんです。マサオはたまらず扉へ向かって散弾銃を撃ちました。すると扉の向こうからという奇妙な叫び声が聞こえてきたそうです。マサオは続けざまに2発、3発と撃ち込みました。そして散弾銃で開いた扉の穴から真っ赤に血走った目が覗いていたんです。しーぽしーぽ私の尻尾を返しておくれ。幼い子供そっくりの声でそれは繰り返しました。マサオは叫びました。尻尾なんて知らん。帰れ。さらに引き金を引こうとする。ですが、また体が動かない。それはまるで壊れたテープレコーダーみたいに同じ言葉だけを繰り返しました。しーぽしーぽ私の尻尾を返しておくれ。知らん。あっちへ行ってくれ。しーぽしーぽ私の尻尾を返しておくれ。再び、ガリガリ、ガリガリ、と扉を引っかく音。そして扉の穴から怒り狂ったような赤い目がじっとマサオを見ていました。タケルももう吠えることをやめていました。尻尾を丸め縮こまっていたそうです。マサオは動かない体のまま絶叫しました。俺じゃない。お前の尻尾なんて知らねえ。あっちへ行け。するとそれは今までとは違う声で怒鳴るように叫んだんです。いや、お前が切ったんだ。その瞬間、パキンと扉が破られました。マサオの記憶はそこから先は途切れ途切れになっているそうです。扉を破って現れた幼児の顔。怒りで血走った目。鋭い前足の爪。そして自分の顔に走った焼けるような痛み。それへ飛びかかるタケル。無我夢中で散弾銃を撃つ自分。マサオが気づいたとき、そこは村の病院のベッドの上だったそうです。3日間、昏睡状態だったと言います。マサオの怪我はかなりひどいものでした。左頬には獣に引き裂かれたような裂傷。左足は骨折。さらに全身に擦り傷が残っていたそうです。ですがマサオは村人たちには、熊に襲われたんだ。とだけ話しました。けれど村の人間たちはなんとなく察していたらしいんです。マサオがあの場所へと入ったことを。
それから次第に、正雄は村八部のような扱いを受けるようになっていったそうです。やがて正雄は東京へ移り住みました。そこで結婚し、俺の祖父が生まれたそうです。ちなみにこの話は、正雄が肺がんで亡くなる3日前、祖父へ自分の口から話して聞かせたものなんだそうです。場所については、和歌山県のとある森深い山中とだけ言っていたそうです。それと、最後に愛犬のタケルですが、タケルはまるで正雄を守るように、正雄の上を覆いかぶさる形で亡くなっていたそうです。肉も骨もほとんど傷のない綺麗な状態だった。だけどなぜか内臓だけが一つ残らず綺麗になくなっていたそうです。この話は最初はただの胸くそな体験談だと思っていました。実際途中まではそうなんです。でも最後まで聞くとなんか違う。因果応報っていうには妙におかしい部分があるんですよ。その男、仮に勝って呼びます。30代半ばくらい。今でも毎年同じキャンプ場に行っているそうです。たった一人で。しかも必ず2人分の準備をして。話は5年前、マサルには同棲していた彼女がいました。名前はアヤ。かなり仲は良かったらしいです。ただ、マサルは昔から少し問題があった。極端に自分優先なところがあったそうなんです。喧嘩になると相手を置いて帰る。連絡を切る。面倒な空気から逃げる癖があった。アヤはよく、いつか本当に一人になるよ。って言っていたらしいです。その年の秋、二人は長野の山奥にあるキャンプ場へと行きました。紅葉で有名な場所だったそうです。ただ、その日は天気が悪かった。山へと入る頃には雨。しかもかなり強かったらしいです。キャンセルしようかという話も出た。でもマサルが、せっかく予約したし、って押し切った。キャンプ場は川沿いにある古い場所でした。サイト同士も離れてて、夜になるとかなり暗い。管理人は高齢の夫婦。受付の時、奥さんの方が妙なことを言ったそうです。夜、川の方には行かないでね。マサルが理由を聞くと、奥さんは少し黙ってから。呼ばれる人がいるから。って笑ったらしいです。アヤはその時点でかなり嫌がっていたそうです。夜、雨はさらに強くなりました。風も出てきて、テントがずっとパタパタと鳴っていた。最初は普通に酒を飲んで話していたらしいです。でも途中から空気が悪くなった。原因はマサルのスマホ。通知が何回も鳴っていた。アヤが、またあの子って聞いたんです。どうも職場の女の子と頻繁に連絡を取っていたらしい。マサルはめんどくさそうに、ただの後輩だって返した。でもアヤは納得しなかった。雨音の中でどんどん言い合いになっていったそうです。それで最悪だったのがマサル。途中で完全に切れたんです。もう帰るわって
あやも怒って、じゃあ帰ればって返した。普通ならそこで終わる話です。でもマサル、本当に荷物を持って車に行こうとした。あやは最初止めなかったらしいんですよ。どうせ戻ってくるって思っていたから。でも、マサルはエンジンをかけた。その時あやが慌てて外へ出た。雨の中、ちょっと待ってって。でもマサル、そのまま車を出したんです。山道を降り始めて5分くらい。急に罪悪感が来たらしいんですよ。さすがにやりすぎたかなと思った。だから引き返そうとした。でもその時、道の真ん中に誰かが立っていた。雨の中、女、白っぽい服、うつむいている。マサルは急ブレーキを踏んだ。でも次の瞬間、その女はいなくなっていた。嫌な感じがして、急いでマサルはキャンプ場へと戻ったそうなんです。でも、アヤはいなかった。テントは開いたまま、荷物もほとんど残っている。ただ、泥だらけの裸足の足跡だけが川の方へと続いていた。管理人夫婦も出てきて、すぐに警察を呼んだらしいんですよ。でも結局、アヤは見つからなかった。そこからです、マサルがおかしくなったのは。最初の異変は1年前。同じ日、同じキャンプ場に一人で来た夜だったそうです。夜中、閉めたはずのテントの入り口が少し開いていた。風かと思った。でもその隙間から濡れた髪が見えていたんです。テントの入り口、わずかに開いた隙間から濡れた髪が垂れていた。雨なんて降っていない夜だったそうです。でも、その髪だけが妙に湿って見えた。マサルは動けなかったらしいです。心臓の音だけがやけに響いて。しばらくして、髪がスッと引っ込んだ。その瞬間テントの外から、ザッと足音が聞こえた。裸足の湿った地面を踏む音。マサルは恐怖で外を見られなかったそうです。でも足音はテントの周りをゆっくりと回っていた。ザッ、ザッ。時々止まる。まるで中の様子を伺っているみたいに。で、しばらくしてテント越しに声が聞こえた。かなり近くで。なんで帰ったの？アヤの声だった。それは間違いなく。その瞬間マサルは腰を抜かしたらしいんですよ。声が震えて、アヤなのか？って聞き返した。でも返事はなかった。代わりにテントの布地に手の形が浮かんだ。外側から押し当てられたみたいに。細い女の手、水滴が布を伝って落ちてた。マサルは耐えきれなくなって外へと飛び出した。でも誰もいない。キャンプ場は静まり返っていた。月だけが出てる。ただ川の方から何かが聞こえた。笑い声みたいな女の声で、クスクスって。気づいた時には川の方へと歩いていたそうです。自分の意思じゃないみたいに。管理人の奥さんの言葉を思い出した。呼ばれる人がいるから。でも足が止まらない。川辺まで来た時、向こう岸に人影が見えた。白い服、長い髪、うつむいたまま立っている。アヤだった。マサルは泣きながら謝ったそうです。
ごめん。戻るつもりだったんだ。本当に悪かった。でも、あやは動かない。川の音だけがしてる。するとあやの横にもう一人立っているのが見えた。女、知らない顔。その隣にもまた一人。さらに一人。暗闇の中、女たちが並んでいた。全員白っぽい服を着て、全員裸足だった。その時、後ろから声がした。見ちゃった。管理人の奥さんでした。いつの間にか立っていたらしいです。奥さんは川を見ながらこう言ったそうです。あそこ、昔からいるのよ。置いていかれた人たちが。マサルは意味がわからなかった。でも、奥さんは続けた。喧嘩して置いていかれた人。帰るって言われた人。助け呼びに行くって一人にされた人。みんなあそこへ行くの。マサルは震えながら。あやはって聞いた。すると奥さん、少し黙ってからこう言ったそうです。まだ決めきれてないのよ。あなたを連れて行くか、待つだけにするか。その夜、マサルは管理棟で朝まで過ごした。でも夜中にずっと聞こえていたらしいです。窓の外を歩く足音。ザッ、ザッ、時々止まる。そして女の声。ねえ、今度は置いていかないよね。それからです。マサルが毎年来るようになったのは。誰に言われたわけでもない。でも来ないとダメな気がするらしい。毎年同じ場所にテントを張る。必ず2人分の椅子を置く。食事も2人分。焚き火の前には空いた席を作る。そして夜になると誰も座っていないはずの椅子が少しだけ沈む。最近の話です。マサルはある年から変なことを言い始めたらしい。今年は機嫌がいい。とか、今日は近くまで来てる。とか、完全におかしくなったと思われてた。でも去年、別のキャンパーが見たそうです。深夜マサルが焚き火の前で誰かと話をしていた。向かいの椅子には濡れた髪の女が座っていた。顔は見えなかった。ただ、ずっと笑っていたらしいです。マサルのことを見ながら。深夜11時を少し回った頃だったと思う。俺と工藤と遠藤の3人は人気のない峠道を車で走っていた。街灯はほとんどなく、ヘッドライトに照らされたアスファルトだけがやけに白く浮かび上がっている。ガードレールの向こうは完全な闇で、どこまで落ちているのかもわからない。運転席には遠藤がいて、いつも通り無駄なことは一切喋らず、ただ静かにハンドルを握っている。助手席の俺はぼんやりと前を見ていて、後部座席では工藤が靴を脱いで、だらしなく足を伸ばしていた。そんな単調な時間がしばらく続いた後、不意に工藤が思い出したように声を上げた。なあ、この先なんだけどさ、有名なところあんだよ。どうせろくでもない話だろうと思いながら、俺は軽くため息をついてから少しだけ振り返った。またその流れかよ。どうせ心霊スポットだろ。俺が半分呆れたように言うと、工藤は待ってました
とばかりに口元を緩めた。正解。峠道の途中にさ、一軒だけ家があるんだわ。周りに何もないのに、そこだけポツンと。その言い方が妙に具体的で、俺はなんとなく前方の暗闇に視線を戻した。遠藤は何も言わないが、ミラー越しに一瞬こちらを見た気がした。工藤はそのまま楽しそうに話を続ける。昔そこで無理心中があったらしくてさ、夜中に行くと子供の霊が出るって話なんだ。ありがちな内容だなと思いながら、俺は軽く肩をすくめた。まあ、よくあるやつだな。すると工藤は少しだけ声のトーンを落として、わざと間を置いてから続けた。でもさ、それだけじゃねえんだよ。入られるらしいぜ。は？俺が思わず聞き返すと、工藤は面白がるように言葉を重ねた。体乗っ取られるってやつ。ほら、映画とかでもあるだろ。冗談だと分かっていても、運転中に聞く話としては、あまり気分がいいものではなかった。俺は小さく息を吐いてから前を向いた。やめろって、遠藤が事故ったらどうすんだよ。その名前を出されて、工藤は前に身を乗り出しながら、運転席の方へと声をかけた。大丈夫だよな、遠藤。遠藤は一瞬だけミラー越しにこちらを見て、すぐに前へと視線を戻した。その話はやめろ。短い一言だったが、それ以上は何も言わせない空気があった。工藤は、はいはい。と笑いながらシートに背を預けると、まだ話し足りない様子で続けた。でもさ、こういうのってビンタとかしたら戻るんじゃね？ほら、ドラマとかでよくあるじゃん。その軽口に、俺は呆れたように笑いながら首を振った。そんな都合よくいくかよ。すると、そのやりとりにかぶせるように、遠藤がぽつりとつぶやいた。役割が残ってるなら戻らないぞ。その言葉に少しだけ引っかかりを覚えて、俺は聞き返そうとした。けれど遠藤はそれ以上は何も言わず、ただ前を見たままハンドルを握り続けていた。しばらくして遠藤が小さく口を開いた。この辺だな。それに合わせて車の速度がゆっくりと落ちていく。後部座席で工藤が身を乗り出した。ほら、もうすぐ見える。俺もつられて前を見た、その時だった。道の脇にポツンと家があった。本当にそこだけ切り取られたみたいに、周囲の闇の中に浮かんでいる。街灯もないのになぜか輪郭だけははっきりと見えた。それは古びた木造の家で、窓は暗い。人の気配なんてあるはずもない。なのに、俺は思わず小さく声を漏らしていた。なんか見えなかったか？何が？工藤が覗き込む。そして俺は少し迷ってから答えた。窓、今一瞬だけ誰か動いた気がして。そう言いながらも自分でも曖昧だと思った。もう一度見てもそこには何もない。ただの暗い窓だ。気のせいじゃねん？工藤はあっさりと言った。遠藤は何も言わない。ただ、ほんの少しだけブレーキを踏みながら、その家の前をゆっくりと通り過ぎていく。通り過ぎるその一瞬、妙な感覚があった。見られているとかではない。もっと近い、中に引き込まれそうな、そんな感じ。思わず息を止めたが何も起きない。そのまま車は家を通り過ぎていった。数秒の沈黙の後、後ろから工藤の声がした。なあ、どうする？戻るか？振り返ると楽しそうに笑っている。
せっかく来たんだしさ、通っただけって一番つまんなくねえか？俺は少し考えてから前を向いたまま言った。いや、もういいだろう。だが工藤は引かなかった。いやいや、こういうのは降りてなんぼだろう。外から見るだけでもいいからさ。その言い方に少しだけ間が空いた。遠藤は何も言わない。ただ、ハンドルを握ったまま前を見ている。やがて小さく息を吐いた。たくよ、降りるだけだぞ。その一言で決まった。マジで？よっしゃ！工藤が嬉しそうに身を起こした。車はゆっくりと減速し、さっきの家の少し手前で止まった。エンジンが切られると、さっきまで当たり前にあった音が一気に消えて、妙な静けさだけが残る。ドアを開けて外に出た瞬間、空気がやけに冷たく感じた。風はないのに、肌にまとわりつくような冷たさだった。目の前にはあの家。近くで見ると、さっきよりもずっと現実的で、そしてどこか不自然だった。古びた木の壁、閉じられた窓、そして玄関の扉が少しだけ開いている。それに気づいた瞬間、工藤が小さく笑った。はは、開いてんじゃん。お出迎えってか。やめろって。俺は思わずそう言ったが、視線は扉から離せなかった。遠藤は黙ったまま、その隙間をじっと見ている。そして少しの沈黙の後、工藤が振り返った。なあ、入るか？軽い調子だったが、その目は完全に好奇心に引っ張られていた。俺は一瞬だけ迷った。けれど、ここまで来て引き返すのも妙な気がする。5分だけな。俺がそう答えると、工藤が満足そうに笑った。遠藤は何も言わなかったが、そのまま玄関へと歩き出した。扉に手をかける。軽く押すと、ギーッときしむ音を立てながら、ゆっくりと開いた。中は暗い。懐中電灯で照らすと、普通の家だった。靴箱があって、廊下があって、生活の跡がそのまま残っている。普通だな。俺が小さくつぶやくと、いやいや、こういうのが一番出るんだよ。そのまま、何の躊躇もなく、リビングへと入っていった。俺と遠藤も後に続いた。リビングに入った瞬間、妙な違和感を覚えた。テーブルの上に食器が並んでいる。きちんと整えられた3つの皿。その時だった。テレビがプツッと音を立ててついた。3人同時に振り向く。砂嵐ではない。普通に番組が流れているんだ。誰もいないのに。え？電気来てんのかよ。工藤がつぶやいた。でも俺はそれどころではなかった。視線はずっとテーブルの上にあったんだ。なあ、これ。思わず声が出る。遠藤が静かに聞き返した。どうした？俺はゆっくりと言葉を選んだ。家族で3つっておかしくないか？一瞬の沈黙。その後工藤が軽く笑った。じゃあ俺、子供な。何気ない一言だった。ただの冗談のはずだった。でもその瞬間、テレビの音がふっと小さくなった。そしてどこかから小さな声が聞こえた。お母さん？その声は確かにこの家の中から聞こえた。お母さん？その声がはっきりと耳に届いた瞬間、俺たちは3人とも動きを止めた。テレビはついたまま、誰も見ていないのに番組だけが淡々と流れている。さっきまで
ただの古い家に見えていた空間が、急に別の場所に変わったような感覚があった。最初に口を開いたのは工藤だったが、その声にはさっきまでの軽さが少しだけ残っていなかった。今の誰だよ。冗談っぽくは言っているが、明らかに様子を探っている言い方だった。遠藤は何も答えず、ゆっくりと視線だけを動かして部屋の中を確認している。その動きには無駄がなく、むしろ状況を測っているように見えた。俺は思わず天井の方を見上げながら小さく言った。上か？そう口にした瞬間だった。ギシッと古い木がきしむような音がはっきりと2階から響いた。3人同時に視線が上へ向く。その短い沈黙の後、遠藤が低くつぶやいた。いるな。その一言で、さっきまで曖昧だった何かが一気に現実味を帯びた。やめとけって、普通に。俺はそう言ったが、自分でも声が少しこわばっているのが分かった。だが、工藤はその言葉を聞き流すように、すでに廊下の方へと体を向けていた。ちょっとだけ見てくれ。おい！止める間もなく、工藤はさっさと部屋を出て行ってしまった。足音が廊下に響き、やがて階段を登る音に変わる。ギシッ、ギシッと古い家特有の音が妙に大きく聞こえた。遠藤は小さく息を吐くと短く言った。行くぞ。結局俺たちも後を追うしかなかった。2階へ上がると1階よりもさらに暗く感じた。懐中電灯の光が届く範囲だけが現実で、その外側はすべて何かが潜んでいそうな気配を帯びている。廊下の奥に扉の開いた部屋が一つだけあった。その前で工藤が立ち止まっている。背中越しに見てもわかるくらい不自然に静止していた。おい、どうした？俺が声をかける。すると工藤はゆっくりとこちらに振り返った。その顔を見た瞬間、思わず息が詰まった。笑っているんだ。だがそれはいつもの工藤の笑い方ではない。口元だけが歪んでいて、目だけが全く笑っていないんだ。なあ。工藤が言う。声がわずかに高い。ここ、子供部屋だって。その言葉に背筋がじわりと冷たくなった。戻ろうぜ。俺は反射的にそう言ったが、足はその場から動かなかった。工藤はそのまま何の迷いもなく部屋の中へと入っていく。結局、俺たちも続いた。部屋の中は思っていたよりも普通だった。小さな机に本棚、床には古びたおもちゃがいくつか転がっている。ただ、妙に生活感が残りすぎているのが逆に不気味だった。そして壁に一枚の絵が貼られているのが目に入った。それはクレヨンで描かれた子供の絵。父親、母親、子供。3人並んで笑っている。3人か。俺は無意識にそうつぶやいていた。その時隣で遠藤が静かに言った。違う。は？よく見ろ。言われてもう一度目を凝らす。最初は気づかなかった。でもよく見ると母親の横にもう一人分のスペースがある。線はぐちゃぐちゃに塗りつぶされていて、まるで消されたみたいになっている。これ。言葉が詰まる。一人消えてる。その瞬間だった。コツンと後ろで小さな音がした。振り返る。廊下の暗闇。誰もいない。それなのに、
コツコツと小さな足音がこちらに近づいてくる。音だけがはっきりと。来るぞ。遠藤の声が低く落ちた。その時すぐ横で工藤がぽつりとつぶやいた。ねえ。ゆっくりとこちらを見る。その目はもう完全に別のものだった。ねえ、お母さんどこ？違う。俺は思わず叫んでいた。俺じゃねえ。その瞬間、空気がピンと張り詰めた。そして工藤の表情が一瞬だけ歪んだ。なんで？低い声だった。さっきまでの甘えた響きとは違う、どこか冷たい声。なんでいないの？コツ、コツっと足音が止まる。ちょうど部屋の入り口のあたりで。見えないのにわかる。そこにいる。降りるぞ。遠藤が短く言った。ここはまずい。俺は黙ってうなずいて工藤の腕を掴んだ。冷たい。さっきまでの体温ではない。行くぞ。強引に引っ張ると一瞬だけ抵抗された。その時、遠藤が一歩前に出て、はっきりと言った。そいつは母親じゃない。その言葉が空気を切る。何かがほんのわずかに揺れた気がした。その隙に工藤の体から少し力が抜けた。俺はそのまま腕を引いて部屋の外へと飛び出した。階段を駆け下りる。後ろから足音がついてくる。コツ、コツ、コツとさっきよりも早く。1階に降りると同時に玄関が視界に入る。出るぞ。その瞬間だった。リビングのテレビがバチッと音を立てて画面を切り替えた。思わず振り返ってしまった。そこに映っていたのはさっき見たあの家族の絵だったんだ。ぐちゃぐちゃに塗りつぶされていた部分がゆっくりと形を取り戻していく。息が止まった。その時後ろから何かが伸びてきた。それは小さな手が工藤の服をしっかりと掴んでいたんだ。遠藤が低くつぶやいた。まだ足りてないんだ。遠藤の低い声がはっきりと耳に残った。その言葉の意味を考えるよりも先に目の前の現実が動いた。工藤の体がぐっと後ろに引かれた。俺は反射的にその腕を掴んだ。だけど振り返るがそこには誰もいなかった。それなのに確実に何かが工藤を引いている。床の上にずるりと擦れるような跡が伸びていく。離すなよ。遠藤が叫んだ。それは今まで聞いたことがないくらいはっきりとした強い声だった。そいつを渡すな。わかってるよ。俺も叫び返しながら必死に工藤を引き寄せた。だが力が強い。見えない何かが確実に向こう側へと引き込もうとしている。その時工藤の口がかすかに動いた。やだ。小さな声だった。それはさっきまでの求める声とは違う。もっと切実でどこか泣きそうな声。やだ、やだよ。その一言で背筋が凍った。さっきまで迎える側だったものが今は残される側になっているんだ。やだ、言っちゃやだ。その声は俺たちに向けられているわけではなかった。まるでこの家に置いていかれそうな何かが必死にすがっているみたいだった。そういうことか。遠藤が低くつぶやいた。その視線は工藤ではなく家の奥の暗闇を見ている。最初から足りなかったんじゃない。は？どういうこと？
俺は思わず聞き返した。すると遠藤は短く言った。一人、外に出てるんだ。俺はその言葉で理解してしまった。この家は家族を作る場所ではない。元に戻そうとしている場所だ。欠けたまま終わった家族を無理やり揃えようとしているんだ。工藤！俺は叫んだ。お前はそっちじゃねえ！戻れ！その声にほんの一瞬だけ工藤の動きが止まった。目がわずかに焦点を取り戻した。俺は、その瞬間だった。遠藤が一歩踏み込んだ。迷いは一切なかった。バチンと乾いた音が家の中に鋭く響いた。それは強いビンタだった。工藤の顔が横に揺れる。そのまま一瞬完全に動きが止まった。そして遠藤ははっきりと言い切った。戻れ！低く、だが揺るがない声だった。お前の場所はこっちだ。その言葉はただの呼びかけではなかった。ここにいるべき位置を断定する声だった。次の瞬間、工藤の体から力が一気に抜けた。引っ張っていた力も同時にふっと消える。床に伸びていた擦れた跡もそこで途切れた。静寂が戻る。さっきまで確かにあった気配が嘘みたいに消えていた。テレビも消えている。家はただの古い家に戻っていた。さあ、行くぞ。遠藤が言った。俺はうなずき、崩れた工藤の体を支えながら玄関へと向かった。誰も振り返らなかった。外に出た瞬間、空気が一気に軽くなった気がした。さっきまでまとわりついていた重さがスッと消えている。車に戻り、エンジンをかける。ライトがつき、現実が戻ってきた。そのまま峠道を降り始めた。そしてしばらくすると、後部座席から小さな声がした。何だったんだ、今の。振り返ると、工藤が目をこすりながら起き上がっていた。覚えてるのか？俺が聞くと、工藤は少し考えてから首を振った。いやー、途中から変な感じで、よくわかんねえ。それ以上は思い出せないらしい。家族だな。前を見たまま、遠藤がぽつりと言った。は？足りない家族を戻そうとしていたんだ。淡々とした説明だったが、妙に納得できてしまう。戻すって？誰かが一人欠けたまま終わっているんだ。そして少し間を置いてから、だから近くにいるやつで埋めようとするんだ。俺は何も言えなかった。思い返せばあの時、ほんの一瞬だけ自分が母親として呼ばれている気がしていた。じゃあさ、後ろから工藤が言う。結局完成しなかったってこと？その問いに遠藤は少しだけ考えてから答えた。ああ、未完成のままだ。車はそのまま峠を下っていく。遠くに街の明かりが見えてきた。やっと終わった。そう思ったその時だった。遠藤がほんの少しだけ間を置いてからこう言ったんだ。だから助かった。その一言で全てがつながった気がした。テーブルに並んでいた三つの皿、消されていた一人分の絵、そしてあの足りないという言葉。もしあの時家の中でもう一人分が揃っていたら、もし俺が振り返ってあの声に応えていたら、考えたくもない想像が浮かびかけて、俺は無意識に窓の外へ視線を逃した。
暗い峠道はもう後ろに遠ざかっていた。時刻は夜10時を幾分か過ぎたとある冬の日のこと。俺を含めて3人が乗った車は真夜中の国道を平均時速80キロくらいで潮の香りをたどりつつ海へと向かっていた。俺が住む町から車で2時間ほど走ると太平洋を望む道に出る。その道をしばらく西に進むと海岸線沿いに申し訳程度の松林が見えてくる。俺らが今目指しているのはその松林だった。おいぼいは松林の奥にそう呼ばれる岩があるそうだ。詳しいことは知らないが何か黒い曰く付きの岩らしい。おいぼい岩を見ること、それが今日の肝試し兼オカルトツアーの目的だった。発案者は後部座席で就寝中の友人工藤だ。運転席には遠藤、助手席には俺、いつものメンバーだ。車内では噂を仕入れてきた工藤が何も語らないまま車酔いでダウンしてしまっているため、これからオカルトに挑むというのに緊張感も期待感も何もなかった。情報は現地に着いてから行き当たりばったり。俺らの肝試しはだいたいいつもこんな感じだ。なあなあ、遠藤は知ってるん？おいぼいは。やがて後ろで倒れた工藤の寝息が聞こえてきた頃、俺は運転席の遠藤に聞いてみた。遠藤はさほど興味もない口調で、いや、知らん。まあ、工藤のやつが飛びつくような話だからな。ろくなもんじゃないだろう。おいぼいわのおいぼってどんな意味なんだろう。おぶるってことじゃなかったか。確かな記憶じゃないが、昔ばあちゃんに言われた気がするな。おいぼしちゃおうかとかかな。ああ、なんかわかる気がする。ってことはさ、二つの岩が縦に重なってるんかな。雪だるまみたいにさ。知らん。まあ行けばわかるだろう。車は順調に走り、目的の松林に着いたのはちょうど夜中の11時になった頃だった。俺は後部座席の工藤を起こして車を降りた。松林を挟んで海岸と反対側には小高い岩山が構えている。道路側から見る岩肌は人の足で登るのには苦労しそうな急勾配をしている。別に登るつもりはないけれども。足元には針のような松の葉が散らばっていて、夜の木枯らしになでられてザラザラ音を立てていた。と言っても松は常緑樹なので枝には青い葉が残っている。寒い。とりあえず寒い。車のライトビーム、懐中電灯を片手に俺は光を松林の中に向けた。遠藤は車から降りてこず、ウィンドウを開いて右肩を外に出し、退屈そうにあくびをしている。隣を見ると、起きたばかりの工藤もあくびをしていた。目の前の松林には、俺らの乗ってきた車と同じくらい大きな岩が、そこら中にゴロゴロと転がっていた。数えきれないほどではないが、おそらく両手の指では足りないだろう。そのほとんどが川で見かけるような角の取れた白っぽい岩ではなく、ゴツゴツとした形のいびつな黒い岩だった。なあなあ、工藤。そのおいぼい岩ってどれなん？俺はひとしきりあくびを終えた後、工藤に聞いてみた。全部。え？何？だから、全部。この辺りにある岩は全部そう呼ばれてんだよ。予想外の答えに、俺はもう一度周りを見回した。おいぼい岩とは予想に反して岩の種類とかそんな話なのだろうか。
工藤がガードレールを乗り越えたので、俺も続いてガードレールをまたいで松林に入る。工藤は止めた車から一番近くにあった岩のそばで立ち止まった。その岩は他の岩に比べると角が少なく、急に近い形をしていた。大きさは縦に2メートル、横に1メートル半くらい。その岩を見て俺は、昔博物館で見た恐竜の卵の化石をふと思い出した。噂じゃあな、どっかに手形とか人型がついているはずなんだけどな。人型なら魚拓みてえにさ。この岩じゃないみてえだな。見当たんねえわ。岩の周囲をぐるりと一周して工藤はそう言った。しかしながら当然、まだ何も聞かされていないのだから、手形と言われても俺には何のことだかわからない。なあなあ、そのおいぼいわって結局何なのさ。血生臭い言い伝えがあるって話だけど。工藤は俺の方をちらりと見て、くっと一つ笑った。それから唐突に手に持っていた懐中電灯を自分の顎の下に当てると、鼻っ柱や頬を光らせながら、どことなく稲川淳二風に語り出した。おいぼいわのおいぼっていうのは、実はおんぶするって意味なんですよね。でもほら、この岩は何も背負ってないでしょ。おっかしいなぁ、と思いませんか？いや、そういうのいいから。おいぼの意味は遠藤が言っていたように、おぶる、背負うで正しかったようだ。俺の言葉を無視して、工藤はそのまま話を続けた。実はですね、この辺りには昔、一風変わった罪人の処刑方法があったようでしてね。ほら、向こうに山があるでしょ？ゴツゴツした岩山。処刑方法ってのはね、あそこで切り出した岩に罪人をくくりつけて転がすんですよ。山の上から。転がす？私もそれ聞いたときね、思ったんですよ。ああ、これ来たなって。ロープで両手両足、それと首、一つずつ縛るんですよ。一つちぎれても岩から離れないようにってね。稲川淳二ではないが、俺もそれを聞いた瞬間、ゾッときた。罪人が背負う岩、だからおいぼ岩って言うんです。噂じゃ、それぞれの岩に一人ずつ、そうやって処刑された罪人の念が染み込んでいるって話。いやー、しかし、人間ってのは怖い生き物ですね。そう思いませんか？そうして工藤は、懐中電灯の光をパチッと消して、ライブを締めくくった。話が終わった後も、俺の心臓は普段よりも速いスピードで脈打っていた。いくらなんでも岩に縛って転がすとか、そんな幼稚で残虐な処刑方法が日本で行われていたなんて信じられない。結局は噂話なんでしょ？俺がそう言うと別の岩に行こうとしていた工藤が振り返る。その顔にはまた顎の下から光が当てられていた。さあ、私には何ともわかりませんが、それでも多くの文献やら古い資料にも載っている噂話ではあるようですけどね。そう言い残して工藤は一人松林の奥に行ってしまった。俺は工藤についていかず、この卵のような自分より少し背の高い岩の横でじっと固まっていた。そんなことが本当にあったのか俺にはわからない。ただ昔、この辺りは今よりもずっと交通の便が悪く、周囲から独立した地域だったとは聞いたことがある。だとしたら、俺は想像する。もしかしたらあったのかもしれない。罪人を岩に縛り付けて山の上から転がす処刑方法が。幾度目か俺は辺りを見回した。月明かり、見える範囲至るところに黒い岩の影。
人を引き殺した、圧死殺した、すり殺したかもしれない無数の岩に、俺は今囲まれている。ぞくりと何かが俺の首筋を撫でた。目をつむってぐらぐら揺れる感覚を平常に戻そうと意識を集中させた。その時だ。俺はふと背中に人の気配を感じた。遠藤かなと思った途端、違和感を感じた。気配は人のものではない。工藤が戻ってきた？いや、工藤はさっき車と反対方向に行ったはずだ。それ以前に、この気配は2人や3人といったものではなかった。大勢の人間だ。音、押し殺した息遣い、布同士がすれ合う、砂利を踏む。めまいはまだ続いている。それでも俺はゆっくりと目を開き後ろを振り返った。目の前に人がいた。10人、20人、いや、それ以上かもしれない。めまいのせいで視界がぼやけてはいるが、皆着物を着ていて、顔はミイラのように白い布を巻いていてわからない。隙間から目だけが覗いている。松明を持つ者、丸太を持つ者、縄を持つ者。俺は声を出そうとした。でも出なかった。口に違和感がある。どうやら俺は猿ぐつわをかまされているらしい。いつの間にと考える余裕はなかった。猿ぐつわだけじゃない。両手両足も動かない。首に巻かれた縄を意識した時だ。なんだこれ。なんなんだこれ。なんだこれは。俺はでたらめにもがく。固く結ばれた紐はびくともしない。周りの景色さえ変わっている。ここは山の上だ。さっきまでの松林の中ではない。人の動く気配。そこでようやく俺は目の前にいる人間が俺をどうしようとしているのかが分かった。俺は今、罪人なのだ。白い布で顔を隠した幾人もの人たちの前で、代表のような者が一人進み出て、俺に何かを言っている。多分男だと思う。声は聞こえなかったが、かろうじて布の口のあたりが動いているのがわかる。そして男が俺に一礼した。それを合図に、その場にいた者たちが俺のそばに寄ってくる。太い丸太を持った者が、それを岩の下に差し込んだ。何本もの腕が岩に触れる。やめてくれ。声が出ない。俺はもがく、もがいて、もがいた。ゴンと何かが外れる感覚。岩を伝ってくる振動。徐々に、徐々に。まるでスローモーションのように、俺は空を見上げていく。仰向け、星、月。そういえば、今日の月も満月だったな、などと場違いなことを考える。空気を裂くような大きな音がした。同時に後頭部に衝撃。俺は死んだと思った。気がつくと俺は松林の中で地面に仰向けで大の字の状態で倒れていた。そのまま十分な時間を放心してから俺は自分の状況を確かめた。息が荒い。心臓の鼓動がすごい。頭が痛い。怪我はない、多分。生きてる。よかった。生きている。ゆっくりと状態を起こしながら、俺は先ほどの大きな音は車のクラクションだと気づいた。遠藤が鳴らしたのだろうか。そんなことを思いながら俺は立ち上がった。懐中電灯が地面に落ちていて、拾おうと手を伸ばす。そこで俺は自分の手のひらに何かが付着していることに気がついた。それは赤黒く粘り気のある液体だった。それは両方の手のひらについている。俺はハッとして拾った懐中電灯で目の前の岩を照らす。よく見るとそこには同じく赤黒い液体がこびりついていた。2箇所。ちょうど俺がめまいを抑えるために
両手をついたところに。手のひらを確認する。俺は怪我をしていない。おーい、大丈夫か？振り向くと、車から降りてきた遠藤がガードレールをまたいでこっちにやってきていた。車でずっと見てたんだが、突然倒れるわ。その後起き上がってじっと岩を見てるわ。なんかあったのか？俺は無言で遠藤に手のひらを見せ、続いて岩の手形を指さした。遠藤も無言で見合って、それから岩に付着したそれを指でなぞり、匂いを嗅いだ。血だな。怪我したのか？俺は首を振る。遠藤は何か考えるような仕草をし、後頭部、とつぶやいた。続いて、触ってみろ、という。俺は言われた通りに後頭部を撫でる。激痛。俺はびっくりして撫でた手を見ると、粘り気のない真新しい血が付着している。どうやら、後ろに向けて倒れた時に頭に傷を負ったらしい。幸い、大した怪我ではないようだが。そういうことだ。じゃないと、岩から血が染み出たってことになっちまうからな。どうやら遠藤は、この血は全部俺のものだと言いたいらしい。けれども俺は後頭部を触っていない。釈然としなかった俺は、でも、と言おうとしたが、それより先に遠藤が口を開いた。そういや、工藤はどこだ？そこで俺は、やっと工藤の存在を思い出した。確か、松林の奥に行ったはずだったが、近くにはいないようだ。おーいと大声で呼ぶが、返事はない。俺と遠藤は顔を見合わせた。二人で探しに行くと、松林の奥、岩の陰でうつ伏せに倒れている工藤を発見した。死んでいると思った。肝が冷えるというのは、まさにこのことを言うのだろうか。俺たちは慌てて近寄り、体をひっくり返して呼吸を確かめた。呼吸は、ある。死んでない。どうやら気絶しているだけのようだった。ほっと息を吐いた途端、全身の余分な力が抜けるのが分かった。おい、起きろボケ。と遠藤が工藤の方をバシバシと叩くが、工藤は起きなかった。工藤の身に何が起きたのか、俺には大体の見当がついていた。おそらく、工藤と俺はほぼ同じ体験をしたんだ。罪人となり、岩に縛られて転がされた。俺は遠藤が鳴らしたクラクションでこちらに引き戻された。工藤はあれをどこまで見たのだろうか。不意に得体の知れない恐怖がじわりと染み出てくる。俺はそれをやたら首を振ってごまかした。ゆすったり蹴ったりはしたが、工藤はいつまで経っても起きない。仕方がないので、このまま車まで運ぶことになった。じゃんけんして負けた俺が工藤を背負う。脱力した人間というのはすごく重いんだな。そういやこれ、おいぼだな。と、車に向かう間に遠藤がぼそりとつぶやいた。確かに俺もそうだと思った。それと同時に、だからどうしたとも思った。結局工藤が起きたのは走行中の車の中だった。その時俺と遠藤は明日になって工藤が起きないようなら病院に連れて行こうと相談していたところだったので、突然工藤が飛び起きた時はびっくりした。若干車も左右に揺れた。ってここは車の中か。工藤は明らかに混乱していたが、ここは遠藤の運転する車の中だと俺が説明すると、とりあえず落ち着いた様子だった。そうして工藤は俺の方を見やり、お前、あれ見たか？俺はうなずく。俺が見たもの、工藤が見たもの、あれが何を指しているのかは分かりきっていた。どこまで見た？転がり落ちる寸前まで、
ああ、そうか。そらよかった、つうか。俺は全部、最後までだ。やばかった。言葉が出なかった。工藤は、あれを全部体験したというのだろうか。俺たち二人の様子に、運転席の遠藤は何か言いたそうな顔をしていたが、結局何も言わず、ハンドル操作に専念することにしたようだ。あれは一体何だったんだ。俺は独り言のようにつぶやいた。岩の記憶か罪人の記憶か、多分岩の数だけあるんだろうぜ。工藤はシートの上にあぐらをかき、下方向へと大きく息を吐く。途中までしか見てないんだろ。続き教えてやるよ。唾を飲み込む音が俺自身のものだと気づく。コロンコロンって転がってよ。途中で右の手と左の足が飛んだな。正直、漏らしてた。ここでじゃねえぞ。あの中での話だ。たとえ漏らしたってバカにはしない。俺も怖かった。死ぬかと思った。実際あのまま転がっていたら、少なくともあの中の罪人だった俺は死んでいただろう。しかし、工藤が次に言った言葉は俺の予想とは違っていた。絶対死ぬだろこれって思った。でもな、俺の岩のやつは死ななかったんだ。え？転がり終えても生きてた。だから良かったっつうか、岩の形か、転がり方が良かったっつうか、運が良かったっつうか。死んでたらやばかったな。多分俺、ここにいねえだろう。そして工藤はブルブルと体を震わせて、その震えを口から絞り出すように、再度大きく長く息を吐いた。死んでいたらやばかった。おかしな言葉だが言いたいことはわかる。あれはそれだけリアルな体験だったんだ。もしも夢と現実の間に何かがあるとしたなら、あれはその類のものだと思う。長い息を吐き終えた後、工藤はすっと顔を上げた。大して期待もしていなかったあのおいぼいわが、まさかこんなにやべえもんだったとはな。俺は深くうなずく。工藤もうなずいた。まったく、いい経験をしたもんだぜ。車内から一瞬、一切の音が消えたような気がした。俺は脳内で先ほどの工藤の言葉を復唱する。でも、意味がわからない。もう一度。それでも意味がわからない。もう一度。当たりも当たり。大当たりじゃん。噂広めれば、すっげえスポットになるぜ、あそこ。あんな風に死にかけるなんて、なかなかできることじゃねえしな。車内にパッと光が灯る。見ると、工藤が顎の下で懐中電灯を構えていた。いやー、不思議なこともあって、本当にあるもんですね。そう言って工藤は嬉しそうに、と笑った。遠藤が、このまま病院行くかと小声で俺に囁いた。俺は力なく首を振った。深夜の病院なんて、絶対喜ばせるだけだって。その後、俺は窓の外を見やり、ふと考える。もし、工藤が縛られた岩が死ぬ岩で、罪人と一緒に工藤まで死んでいたらどうなっていたんだろう。もし、あのまま工藤が眠ったまま起きなかったとしたら、散々悩んで想像して、俺なりにたどり着いた結論は、それでもバカは治らなかったんだろう、だった。多分俺はまた工藤を追いぼする羽目になるんだろう。俺が吐いたため息は、車の窓にわずかに白い跡を残したきり、すぐに消えていった。
これは俺が大学生だった頃の話だ。今から10年近く前、まだ何も知らなかった頃の話。その村の名前は出さない。出せないというより、出さない方がいいと今は思っている。それは山の奥にある小さな集落だった。地図には載っているし、人も住んでいるのに、外との関わりが妙に薄い場所だった。その村を知ったのは友人のユータがきっかけだった。ゼミ帰り、学食で飯を食っている時に、あいつが妙に嬉しそうな顔で言ったんだ。なあ、変な村見つけた。またかと思った。ユータは昔からそういう曰く付きの場所を探すのが本当に好きだった。今度はなんだよ。って聞くと、スマホの地図をこちらに向けてきた。そこには山中の道から外れた場所にある小さな村が映っていた。ここ、子供が消えるらしい。その言い方が軽すぎて、最初は作り話だと思った。ネットの怪談か何かだろうと、半分くらいは笑っていたんだ。けれどユータはそのまま続けた。昔から何人もいなくなっているらしい。神隠しとか、そういう類のやつ。で、最近も一人いなくなったんだ。その一言で空気が少しだけ変わった。最近という言葉がつくだけで話は急に現実に近づく。いつだよって聞くと、ユートはあっさりと答えた。先月。俺が黙っていると、迎えにいたケンジが苦笑した。どうせ家出とかだろ。田舎だと騒ぎが大きくなるだけで。ケンジはそういう話を一切信じないタイプだった。だからこそ、その場の空気を軽くしてくれている存在でもあった。けれどユータは珍しく引かなかった。いや、警察も入っているらしいんだけど、見つかってないんだよね。しかも村の奴ら、あんまりこの話されたくないっぽいんだ。その言い方にほんの少しだけ引っかかるものがあった。隠しているというより、触れてほしくないという感じだった。気づけば俺も興味を持っていた。怖い話というより、人が避け続けている場所そのものに。結局、その週の土曜日に行くことになった。俺とユータ、それからケンジの3人で。今思えば、その時点でやめておけばよかったんだ。でもあの時の俺たちは、ただの好奇心で動いていた。当日の朝、レンタカーを借りて出発した。空は曇っていて、春にしては妙に重たい天気だったのを覚えている。最初は普通のドライブだった。音楽を流してコンビニに寄ってどうでもいい話をしていた。違和感が出始めたのは山道に入ってからだった。明らかに静かすぎることに気づいた。鳥の声がしない。風の音もない。窓を閉めているのに、それでも外の無音がわかるような妙な静けさだった。なんかやだな、この道。後ろの席でケンジがそう言った。普段はそんなことを言わないやつだったから少し意外だった。人の気配がしないんだよな。その一言で違和感の正体がはっきりとした。確かにそこには生活の痕跡だけが抜け落ちていた。道は整備されているのに使われている感じがしない。家があってもおかしくはないのに人がいる気配だけがない。しばらく進むと古びた案内板が見えてきた。村の名前の下に赤い塗料のようなもので文字が書き足されていた。帰れ。たったそれだけだった。けれど、その二文字だけがやけに強く目に残った。ユータは、雰囲気作りだろ。と笑ったが、少しだけスピードを落とした。
俺もケンジもそれ以上は何も言わなかった。その看板を過ぎたあたりから空気がガラッと変わった。同じ参道なのにどこか境を越えたような感覚があった。重いというより濁っている。景色全体に薄い膜がかかっているような閉じた感じだった。やがて村に着いた。思っていたよりは普通の村だった。古い家が並び、煙が上がっている家もある。廃村ではない。確かに人はここで生活をしている。ただ、人の姿だけが見えなかった。車をゆっくりと走らせていると、道の脇に老人が立っていた。痩せた体で帽子もかぶらず、じっとこちらを見ている。その目が妙だった。軽快でも敵意でもない。何かを止めたいのに間に合っていないような表情だった。車を止めると老人が近づいてきた。窓を開けると湿った土の匂いが流れ込んでくる。何しに来た？低くかすれた声だった。ユータが軽く説明をすると、老人はしばらく黙って俺たちを見ていた。やがてぽつりと聞いてきた。子供を見なかったか？予想外の質問だった。俺たちは顔を見合わせて、見ていないと答えた。老人は小さくうなずいた。そして、独り言のようにつぶやいた。まだか。その、まだが妙に引っかかった。何がまだなのか、その時はわからなかったんだ。だけど続けて老人は言った。見かけても、絶対に声をかけるなよ。その言葉に空気が一段冷えた気がした。理由を聞こうとしたが、老人はもうこちらを見ていなかった。視線の先は、村の奥、山へと続く細い道だった。その時だった。山の方から奇妙な音が聞こえてきた。ポポ、ポポポ。乾いたような間の抜けた音。けれど耳に残る不自然なリズムだった。俺たちは同時に振り返った。木々の隙間に何かが立っているのが見えた。最初は人影に見えた。だが距離の割に高さがおかしかった。でかくないか？ケンジの声が低くなる。確かにそれは人の背丈ではなかった。細く縦に長い影。木の高さと比べても明らかに異様だった。ポポ、ポポポ。そして音が少しだけ近づいた気がした。その瞬間、老人が叫んだ。見るな。空気が弾けたように張り詰めた。目を合わせるな。呼ばれるぞ。反射的に視線をそらした。けれどその一瞬だけ見てしまった気がする。白い、異様に白い顔、長すぎる首、そしてゆっくりと開く口。笑っていた。そしてその日の夜、最初の一人がいなくなった。ポポポという音を聞いた後、俺たちはしばらく動けなかった。老人の、見るな。という声が頭の中に残っていて、誰もすぐに言葉を出せなかった。気づいた時には、音はもう止んでいた。あれが遠ざかったのか、それとも最初から存在していなかったのか、判断がつかなかった。今の、なんだよ。ケンジが小さく言った。その声には、はっきりとした怯えが混じっていた。ユータも、もう笑っていなかった。さっきまでの軽さは消えていて、落ち着かない様子で周囲を見ていた。一回、車戻ろう。短くそう言って足早に歩き出した。俺たちも何も言わずにそれについていった。
戻る途中、いくつかの家の窓に気づいた。カーテンの隙間から誰かがこちらを見ている。目が合うとすぐに隠れる。まるで俺たちが何かを連れていないかを確かめているようだった。車に乗り込むと3人とも少しだけ安堵した。閉じた空間に入ったことで外と切り離された気がしていたからだ。帰るか？ケンジがそう言った。珍しく本気で帰りたがっている声だった。だけどユータはすぐに答えなかった。ハンドルに手を置いたまま前を見つめていた。もうちょいだけ見る。そう言ったが声に迷いがあった。引き返す理由とここに来た理由の間で揺れているのが分かった。するとその時、窓をコンコンと叩く音がした。それはさっきの老人だった。いつの間にか車のすぐ横に立っている。ユータが窓を少し開けると、老人はぐいっと顔を近づけてきた。さっきよりも明らかに表情が険しくなっているんだ。見たのか？低い声だった。ユータは一瞬だけ言葉に詰まり、それから曖昧にうなずいた。そして老人は深く息を吐いた。そしてはっきりとした口調で言った。もう帰れ。その一言にさっきまでとは違う重さがあった。忠告ではなく、手遅れになる前の最後の線引きのようだった。今なら間に合う。その言葉にケンジがすぐ反応した。ほら、帰ろうって言っただろ。と小さく言う。だがユータは逆に聞き返した。何なんですか？あれ。老人は少しだけ黙った。言うべきか迷っているような間だった。やがて諦めたように口を開いた。山のもんだ。それだけだった。あまりにも曖昧で説明になっていない。昔呼んだ。続いた言葉に空気が止まった。この村の人間が呼んだんだ。理由を聞こうとしたとき、老人が先に首を振った。それ以上は話す気がないという仕草だった。関わるな。そう低くはっきりと言った。見たならなおさらだ。そう言い残して老人は離れていった。呼び止めることもできず、ただその背中を見ているしかなかった。車内に重い沈黙が落ちた。なあ、帰ろう。今度は俺が言った。さすがにこれ以上踏み込むのはまずい気がした。ユータはしばらく動かなかったが、やがてエンジンをかけた。車がゆっくりと方向転換する。その時だった。バックミラーに何かが映った。村の奥、山へ続く道。その入り口にさっきの影が立っていた。さっきより近い。思わず息が止まった。視線をそらそうとするが目が離せなかった。細長い体、不自然なほど伸びた首。そしてこちらを見ている。見るな。ケンジの声ではっと我に返った。慌てて前を向く。今、いたよな。俺が震えた声で言うと、ユータは何も答えなかった。ただアクセルを強く踏み込んだ。車はそのまま村を抜け、来た道を引き返した。さっき通ったはずの道なのに、妙に長く感じた。ようやく山を抜けて、電波が戻ったあたりで、3人とも大きく息を吐いた。誰も言葉にしなかったが、全員が同じことを考えていたと思う。もう大丈夫だ、と。その日はそのまま解散した。
何事もなかったかのようにそれぞれの家に帰った。だがその夜、ゆうたからメッセージが来た。ケンジと連絡がつかない。最初はただの行き違いだと思った。風呂に入っているとか、寝ているとか、その程度のことだと。だが次のメッセージで空気が変わった。さっきから家の外で音がする。心臓が嫌な跳ね方をした。あの音が頭の中でよみがえる。ポポ、ポポポ。思わずスマホを握り直した。返信しようとした。その時、さらにメッセージが届いた。窓の外に誰かがいる。その直後だった。ポポ、ポポポ。今度は俺の部屋の外から聞こえてきた。音はゆっくりと近づいてきた。ポポ、ポポポ。その音ははっきりと俺の部屋の外から聞こえていた。距離で言えば玄関のすぐ向こう側くらいだったと思う。一瞬で体温が下がった。山で聞いた音と全く同じだったからだ。スマホを見ると、ゆうたからのメッセージは止まっていた。窓の外に誰かいる。それきり既読もつかない。ケンジとも相変わらず連絡は取れなかった。ポポ、ポポポ。音がゆっくりと動いている。玄関の前を行ったり来たりしているようだった。息を殺してじっとしていた。老人の言葉が急に頭に浮かんだ。見るな、目を合わせるな。それだけは絶対に守らなければいけない気がした。音はしばらく続いた後、不意に止んだ。静寂が戻る。だが、その止み方が嫌だった。去った感じではなくて、そこにいるまま静かになったような、そんな感覚だった。その時スマホが震えた。ゆうたからだった。今家の中にいる。心臓が強く跳ねた。指が少し震えながらすぐに返信する。見るな。絶対に見るな。俺は打ちながら自分でも同じ言葉を発していた。あれは見たら終わる類のものだと俺は直感していた。既読はすぐについた。だが返信は来ない。だけど代わりに電話がかかってきた。俺は一瞬迷ったがすぐに出た。ゆうた？声は出たが自分でも驚くほど小さかった。数秒無音が続いた。その後、かすかな呼吸音が聞こえてきた。いる。ゆうたの声だった。ひどく押し殺した小さな声。部屋の中にいる。背筋が冷たくなった。俺は何も言えず、ただ耳を澄ませていた。見てないけどわかるんだ。その言い方が妙に生々しかった。視界に入れていないのに、そこにいると理解してしまう感覚。音が近いんだ。ポポ、ポポポ。電話越しにその音が聞こえた。距離はもうほとんどゼロに近かった。ゆうたが小さく言った。これさ、なんで来てると思う？俺はその問いにすぐには答えられなかった。だが頭のどこかで嫌な仮説が浮かんでいた。あの村であの影を見てしまったこと。そして、呼んだって言ってた。やっとそれだけを絞り出した。電話の向こうでわずかに息を飲む気配がした。誰が？村の奴らが昔
俺はそこまで言って気づいた。違う。あれは村の話ではない。それは今ここに来ている理由にならない。じゃあ、なぜ？その瞬間、ユウタが低くつぶやいた。俺たちだ。言葉が妙にスッと落ちた。見たからだ。否定できなかった。あの時確かに俺たちは見た。ほんの一瞬でもあれを認識してしまった。なあ。ユウタの声がさらに小さくなる。それが今目の前にいるんだ。呼吸が止まる。見てないけどわかるんだ。そして音が止まった。完全な無音。その静けさが逆に怖かった。これ、顔どこにあると思う？その瞬間、電話が切れた。その後何度もかけ直したが、全然繋がらなかった。メッセージも既読がつかない。その夜は一睡もできなかった。音はもう聞こえなかったが、玄関の向こうに何かがいる気配だけは消えなかった。朝になってようやく外に出た。玄関の前には何もなかった。ただ地面に奇妙な跡が残っていた。丸くて浅い跡が等間隔に並んでいる。足跡というより何かをついた跡のようだった。それが家の前で止まっていた。それ以上近づいていない。まるでそこで中に入ったみたいに。その日のうちにケンジの家に連絡した。家族からは昨日は帰っていないと言われた。ユウタの家にも行った。玄関は閉まっていたが鍵は開いていた。中は荒れていなかった。ただ誰もいなかったんだ。警察にも話はした。だが結局はただの失踪として処理された。あの村のことも山の中で見たものも信じてもらえるはずがなかった。それからしばらくして俺はあの村のことについて調べた。古い記録に一つだけ気になる記述があった。外から来た者に目をつけられたとき、村はそれを山へ返す。その方法は簡単だった。代わりを差し出すんだ。誰か一人を向こう側に渡す。そうやってずっとやり過ごしてきたんだ。だからあの老人は言ったんだ。今ならまだ間に合うと。あれは俺たちが選ばれる前だった。だけど今は違う。もう誰かがいなくなっているんだ。バランスは崩れている。そして、ポポ、ポポポ。今でも時々聞こえるんだ。夜ふとした瞬間に窓の外や廊下の奥から。距離は少しずつ近づいてきている気がする。見てはいけない。そう分かっているのに。だけど最近思うことがある。あの時俺は本当に一瞬しか見ていないのか。もしかするともうとっくに向こうも俺を見ているんじゃないか。皆さんは異世界って本当にあると思いますか？テレビやネットでそういう話を聞いたことはあると思います。山の中で知らない場所に出たとか、気づいたら時間が飛んでいたとか。私もそういう話は好きでした。ただ好きなだけで、実際にあるものだとは思っていなかったんです。少なくともあの日までは。これは私と友人のカナが体験した話です。そして多分、これはまだ終わっていません。あれは春の終わり頃でした。山の空気が少し重くなって、
草や土の匂いが濃くなるあの時期です。その日カナは一人で山に入っていました。山菜を取りに行くと言って。本当は私も誘われていたんです。でも仕事があって断ってしまいました。そして出かける前カナは、なんか変なの見つけたら連絡するね。と笑っていて、その軽い言い方がなぜか今でも妙に頭に残っています。カナは昔から少し変わったところがありました。怖い話とか立ち入り禁止の場所とか、普通なら避けるものに興味を持つタイプで、むしろそういう場所ほど自分から近づいていくような、そんな子でした。怖いってことはさ、何かあるってことでしょ？そう言って笑うのがあの子の癖みたいなものでした。昼過ぎにカナから一通だけメッセージが来たんです。ちょっと変なところ見つけた。それだけでした。私が、何それと返してもそれ以上は返ってきませんでした。既読はついていたのに、返信だけが止まっていたんです。私はその時は、電波が悪いのかなくらいにしか思っていませんでした。でもその後すぐに電話がかかってきました。出た瞬間に何か違和感があったんです。向こうはすぐには話さなくて、しばらくの間、ただ息の音だけが聞こえていたんです。それもやけに近くて、少し荒い呼吸でした。カナと呼ぶと、少し遅れて声が返ってきました。ねえ、今どこ？意味がわかりませんでした。山にいるはずのカナが、なぜか私の居場所を確認してきたんです。仕事中だけど、どうしたの？と答えたとき、小さく息を吐く音が聞こえました。よかった。安心したような、でもどこか焦っているような声でした。それからカナはポツポツと話し始めました。最初は本当に普通の話だったんです。山に入って山菜を探して、いつも通り歩いていたという話。でも途中で違和感に気づいたと言いました。音がしなくなったそうなんです。風はあるのに葉の揺れる音がしない。鳥の声も聞こえない。自分の足音だけがやけに響いて、それが少し遅れて聞こえてくるような、そんな感覚だったと。なんかね、変なの。その言い方が、いつもの調子と少し違っていて、そこで初めて私は、少しだけ真面目に話を聞き始めました。カナはそのまま進んでいったそうです。すると、見たことのない場所に出た。山肌がえぐれたようになっていて、その奥に洞窟があったと言いました。カナはその山に何度も来ていました。だからこそ、そんな場所にあるはずがないと、すぐに分かったそうなんです。そしてその洞窟の入り口には、太いしめ縄が張られていました。それは明らかに、入るな、と示しているのに、カナは少し迷った挙句、結局その中に入ってしまいました。洞窟の中は妙に静かで乾いていたそうです。奥へ進むほど時間の感覚が曖昧になっていく。どれくらい歩いたのかもわからなくなって、入り口の光も消えていった。その時に後ろに気配を感じた。そしてカナははっきりと言いました。誰かいるの。私は思わず、他の人じゃないの？と聞き返してしまったんです。でも少しの沈黙の後、カナは小さくはっきりと否定しました。違う。その一言で空気が変わった気がしました。そしてカナはゆっくりと振り向いたそうです。そこに女が立っていました。白くてボロボロの服、長い髪、顔はよく見えない。でも確実にこちらを見ているのが分かったと言っていました。距離は近かった。逃げなければいけないのに体が動かなかったそうです。そして次の瞬間、その女が動いた。前触れはなかったそうです。
気づいた時にはもう距離が一気に縮まっていた。カナは反射的に背を向けて奥へ向かって走りました。本当は入り口に戻るべきなのに、その時にはもうどちらが入り口なのかわからなくなっていました。後ろから迫ってくる気配だけがどんどん近づいてくる。足音は聞こえないのに、すぐ後ろにいるのがわかる。カナの呼吸が荒くなって、電話越しにその状況がそのまま伝わってきました。私は何もできず、ただ名前を呼ぶことしかできませんでした。カナ戻って、入り口に。そう言った時にカナが叫びました。どっちかわかんないの。その一言で背筋が冷たくなりました。そしてしばらくしてカナが言いました。光が見えた。少しだけ声が変わりました。助かったと思ったんだと思います。でもその直後でした。カナがはっきりとこう言ったんです。ねえ、これ、外じゃない。その瞬間に通話が切れました。そして何度かけ直しても繋がりませんでした。そこで私はやっと、これはただの冗談じゃないと理解しました。私はその日の仕事を途中で切り上げて、カナの家に向かいました。でもカナはまだ帰っていなかった。その時もう迷っている余裕はありませんでした。私はそのままカナが入った山へと向かいました。夕方になりかけていて、山の入り口にはほとんど人がいなかった。風の音だけがやけに大きくて、なぜかそれだけが耳に残っていました。一度だけ足を止めました。ここで引き返せば、多分全部なかったことにできる気がしたからです。でもその時ポケットの中でスマホが震えました。それはカナからでした。画面に表示されていたのはたった一言。まだ中にいる。そして私はそのまま山の中へと入りました。その時はまだ自分がどこに向かっているのかちゃんと分かっていなかったんです。山に入った時は最初は普通でした。足元には見慣れた土と落ち葉があって、踏むたびに乾いた音がする。風も吹いていて、木々が揺れる音もちゃんと聞こえていました。さっきまで聞いていた話が嘘みたいに、どこにでもある山の風景だったんです。それでもカナの言葉が頭から離れませんでした。音がしなくなる。その一言が妙に引っかかっていました。私はスマホを取り出して、もう一度カナに電話をかけました。でもやっぱり繋がりません。画面には圏外の表示が出ていました。そして少しだけ嫌な感じがしましたが、それでもまだこの時の私は行けば見つかると思っていたんです。カナが入った方向はだいたい分かっていました。何度か一緒に来たことがあったので、よく使うルートも頭に入っていました。だから私は迷うことなく奥へ進んでいったんです。しばらく歩いているうちに、ふと違和感を覚えました。最初は気のせいだと思ったんです。でも立ち止まって気づきました。音が減っている。さっきまで聞こえていた風の音が少し遠くなっている。葉が揺れる音もどこか鈍くなっている。その代わりに自分の足音だけがやけに残るようになっていました。一歩踏み出すたびに、ザッ、ザッと音がして、少し遅れて同じ音が返ってくる。まるで自分の後ろを誰かが同じように歩いているみたいに。そこでカナの言葉がはっきりと重なりました。なんかね、変なの。私はその場でもう一度後ろを振り返りました。だけど誰もいません。当たり前です。ここに来る途中、他の人なんて一人も見ていません。それでもなぜかそのまま背を向けるのが嫌で、少しだけその場に立っていました。だけど結局何も起こるはずもなくて、私はまた前を向いて歩き出しました。
もう引き返そうかと一瞬だけ考えました。でもあのメッセージが頭に浮かんだんです。まだ中にいる。あれがただの冗談だとは思えませんでした。進むしかありませんでした。そしてしばらく歩いたところで景色が変わりました。見覚えのない場所だったんです。山の形が少しおかしい。本来あるはずの道がなくて、逆に見たことのない斜面が続いている。そしてその先にありました。洞窟です。カナが言っていた通り、山肌がえぐれたようになっていて、その奥に黒い穴が口を開けていた。近づいた瞬間、空気が変わったのがわかりました。冷たいわけではないのに重い。音がそこで途切れている。そしてその入り口には太いしめ縄が張られていました。私は間違いないと思いました。カナはここに入った。そう考えた瞬間、胸の奥がざわつきました。入るべきではないとはっきりとわかるんです。それでもここまで来て引き返すという選択はもう私には残っていませんでした。私はしめ縄の脇をくぐって中へと入りました。一歩踏み入れた瞬間、外の音が消えました。風の音も木のざわめきも何も聞こえない。自分の呼吸だけがやけに大きく響いていました。中は思ったよりも広くて奥へと続いている。足元は乾いていて滑ることもない。ただ妙に現実感が薄い。数歩進んだところで後ろを振り返りました。入り口の光がもう少し遠くなっている。たったそれだけなのに急に不安が強くなりました。戻るなら今だ。そう思ったのになぜか足は止まりませんでした。むしろ奥へ引っ張られるようなそんな感覚があったんです。そのまま進んでいくうちに時間の感覚が曖昧になっていきました。どれくらい歩いたのかはもうわかりません。入り口の光も完全に見えなくなっていました。その時です。背後に気配を感じました。そして一瞬で体がこわばりました。カナの話と同じだったんです。ゆっくりと振り向くか、それともそのまま進むか、判断ができませんでした。でもその迷い自体が遅かった。視界の端に何かが映ったんです。白いものがすぐ後ろにいた。私が反射的に振り向いた時には、もう目の前でした。それはあの女でした。白い、ボロボロの服。長い髪が顔にかかっていて、表情は見えない。ただ距離だけが異常に近い。私は一瞬で理解しました。これは見てはいけないものだと。その次の瞬間、女が動きました。走るというより、滑るように距離を詰めてくる。私は声も出せないまま、反射的に背を向けて走り出しました。奥へ、奥へと。完全にカナと同じ動きをしてました。戻るという発想が、その時にはもう消えていたんです。後ろから何かが来る。それだけで十分だった。走っている間、何度も背中に気配を感じました。すぐ後ろにいる。触られそうな距離にいる。でも振り返ることだけはできませんでした。それをしたら終わると、なぜかはっきりと分かっていたからです。どれくらい走っていたのか分かりません。息が上がって、足ももつれそうになって、それでも止まれなかった。その時前に光が見えました。カナと同じだと思いました。でも止まれなかったんです。私はそのまま光に向かって走りました。近づくにつれて違和感が強くなっていきました。光なのに明るさが広がらない。影ができない。ただそこにあるだけの光。それでもその中に飛び込むしかありませんでした。次の瞬間、足元の感覚が変わりました。
柔らかい。土でも石でもない。私は何歩かよろけて、その場で立ち止まりました。そしてゆっくりと顔を上げたんです。そこは山ではありませんでした。見渡す限りの草原が広がっていたんです。風は吹いているのに草の揺れ方がおかしい。空の色もどこか濁っていて、現実の空とは思えませんでした。そして振り返ったら洞窟はありませんでした。逃げてきたはずの場所が跡形もなく消えていたんです。その時私はようやく理解しました。ここはさっきまでいた場所とは違う。そう思った瞬間、背中が一気に冷たくなりました。さっきまですぐ後ろにいたはずのあれはどこに行ったのか。いなくなったとはどうしても思えませんでした。むしろこう感じたんです。逃げ切ったんではない。もう追いかける必要がなくなっただけだと。その時に前の方に人影が見えました。それはなんとカナでした。少し離れた場所に立ってこちらを見ていたんです。カナ？私は思わず声を上げて、私はそっちへと駆け寄りました。カナはゆっくりと顔を上げました。でもその表情を見た瞬間、私は足を止めました。安心した顔じゃなかったんです。それどころか、怯えているように見えました。ただ妙に静かで、まるで何かを諦めた後のような、そんな顔をしていたんです。そしてカナは小さな声で言いました。来ちゃったんだ。その言い方があまりにも引っかかって、私は言葉を返せませんでした。その時気づいたんです。カナの後ろに誰かが立っていることに。白くてボロボロの服、長い髪、あの女でした。さっきまで追いかけてきていたはずのそれが、今は静かにカナのすぐ後ろに立っていました。距離はほとんど重なるくらいに近かったんです。それでもカナは振り向かない。気づいていないはずがないのに、まるで最初からそこにいるもののように何も反応しない。そしてゆっくりとこう言ったんです。ねえ、ここ帰り方違うから。カナのその一言で空気が変わった気がしました。帰り方が違う。意味はわかるはずなのにうまく理解できません。私はただその場に立ったままカナを見ていました。カナは少しだけ目線を落として、それからゆっくりと私の方に歩いてきました。後ろにいるあれから離れるように。でも離れていなかった。距離は変わっているはずなのに、あの女はずっとカナのすぐ後ろにいるように見えたんです。まるで位置が固定されているみたいに。私は思わず目をそらしました。見てはいけない気がした。そしてカナが目の前まで来て、小さな声で言ったんです。さっきの洞窟は、あれは入り口じゃないの。出る場所は他にあるの。その言い方が妙に落ち着いていて、逆に怖かったのを覚えています。そして私はようやく声を出しました。ねえ、どういうこと？ここってどこなの？カナはすぐには答えませんでした。少しだけ考えるように間を置いて、それからぽつりと。多分ね、境目。そう言いました。境目という言葉だけが妙に頭に残りました。理解できたわけではないのに、その言葉だけが妙にしっくりとくる。ここはどこかの別の世界で、その途中にある場所。そんな感覚だけがぼんやりと浮かんでいました。帰れるの？そう聞いたとき、カナは一瞬だけ笑いました。それは安心させるような笑い方ではなくて、どこか引きつった、無理に作ったような笑い方でした。帰れるよ。そう言ってから少しだけ間を置いて、
多分、と付け足しました。その多分がやけに重く聞こえました。そしてカナはそのまま振り返らずに歩き出しました。私は何も言えないまま、その後をついていくしかありませんでした。草原はどこまでも同じ景色が続いていました。歩いても歩いても何も変わらない。時間の感覚も距離の感覚もだんだん曖昧になっていく。それでもカナだけは迷いなく進んでいました。そしてどれくらい歩いたのかわかりません。ふとカナが足を止めました。その先にポツンと何かがありました。最初はただの影に見えましたが、近づくにつれて形が分かってきました。それは洞窟でした。あの入り口とよく似ているのに決定的に違う。しめ縄は張られていませんでした。その代わりに入り口の上から何かがぶら下がっていたんです。それは小さな人形のようなもの。風もないのにゆっくりと揺れていました。カナはそれをじっと見上げてから小さく言いました。ここ。私は思わず立ち止まりました。本能的に嫌だと思ったんです。あの洞窟とは違う意味で入ってはいけない場所だと感じました。でも私たちに他の選択肢はありませんでした。カナは振り返らないままその中へと入っていきました。そして私は少し遅れて後を追いました。中に入った瞬間、強い耳鳴りがしました。頭の奥を直接かき回されるような不快な音。視界が一瞬歪んで足元の感覚が消えました。そのまま意識が途切れかけて、そして気がつくと私は山の中に立っていました。それは見慣れた景色でした。風の音がして木が揺れて鳥の声も聞こえる。さっきまでの場所が嘘みたいに普通の山に戻っていたんです。少し遅れてカナも近くに立っていました。お互いしばらく何も言えませんでした。ただ、帰ってきたんだという実感だけがゆっくりと湧いてきました。そしてその日はそれで終わりでした。私たちは山を降りてそれぞれの家に帰りました。何事もなかったかのように。でも終わっていませんでした。その日を境にカナの様子がおかしくなりました。最初は些細な変化でした。ぼーっとしている時間が増えて、話しかけても反応が遅くなる。かと思えば、誰もいない方向を見て、小さくうなずいていることがある。私は何度か、大丈夫？と聞きました。カナはその度に、大丈夫と笑いました。でもその笑い方は前とは少し違っていました。ある日、カナの家に行った時のことです。カナは窓の外、山の方をじっと見ていました。声をかけてもしばらく気づかなかった。やっと振り向いたと思ったら、こう言ったんです。ねえ、まだいるよ。何がとは聞けませんでした。そんなの聞かなくても分かってしまったからです。その頃からカナの体調は急に悪くなっていきました。原因は分からなかったそうです。病院に行っても異常は見つからない。それなのにどんどん弱っていく。そして食事も取れなくなって声も出にくくなっていって。そして最後に会った時、カナはほとんど動けない状態でした。それでも私の顔を見ると少しだけ安心したように笑ったんです。そして消えそうな声でこう言いました。ねえ、私だけ帰ってきたと思ってるでしょ。その意味を聞き返す前にカナは目を閉じました。それが最後でした。そしてカナが亡くなった後、私は一度だけあの山に行きました。どうしても確認したかったんです。あの洞窟が本当にあるのかどうか。でも、
見つかりませんでした。どれだけ探してもそんな場所はありませんでした。そして代わりに一つだけ変なものを見つけたんです。木の幹に太いしめ縄が巻かれていたんです。それはまるで何かを封じるみたいに。その時ふと気づきました。足音が聞こえたんです。後ろからゆっくりと。私が一歩も動いていないのに、もう一つの足音がぴったり同じ感覚でついてくる。振り返ることはできませんでした。あの時と同じで、それをしたら終わる気がしたからです。だから私はそのまま山を降りました。だけど今でも時々思うんです。あの時本当に帰ってきたのはどっちだったのか。そしてあの女は今もちゃんとついてきているのかもしれません。これは俺が長距離トラックの運転手をやっていた頃の話だ。もう10年以上前になる。当時俺は関東から関西まで荷物を運ぶ夜便を担当していて、だいたいいつも深夜の2時とか3時に山道を走っていた。夜の山道ってのは本当に何もない。街灯もないし、店もない。通る車も少ない。あるのはずっと続く暗い道と、ヘッドライトに照らされる白いセンターラインだけ。慣れてくると眠気との戦いになるから、運転手はみんな自分なりの休憩ポイントをいくつか決めている。この先の自販機で休むとか、このパーキングエリアで仮眠をするとか、そういうのだ。運転手同士って無線や休憩所でよく情報交換するんだよ。どこのラーメンがうまいとか、どこの駐車場は広いとか、どこどこの道は夜中に鹿が出るとか。その中にこういう話があったんだ。〇〇峠の手前にあるドライブイン。あそこにだけは絶対に止まるな。最初にその話を聞いたときに俺は笑った。はは、出るんですか幽霊。そう言ったら、年上の運転手が少しだけ黙ってから言った。幽霊、だったらまだいいんだけどな。そう言って、その人はそれ以上何も話さなかった。その場にいた他の運転手も誰も詳しく説明はしなかった。ただ、あそこはやめておけ。夜は入るな。特に一人の時は絶対に入るな。みんな同じことだけを言う。理由を聞いても、いいからやめとけ。そのうちわかる。入らないのが一番いい。これしか言わないんだ。でもこういうのって逆に気になんだろう。何回か同じ道を走っているうちに、問題のドライブインの場所はすぐにわかった。山に入る手前、大きなカーブを曲がった先の左側。古い2階建てのドライブインだった。看板は色あせていて、なんて名前なのか遠くからだとよく読めなかった。でも夜中でも必ず電気がついているんだ。駐車場もやけに広い。なのに、いつ通っても車がほとんど止まっていないんだ。トラックが一台もないドライブインなんて、長距離やっていると逆に不自然なんだよ。普通は1台や2台必ず止まっているからな。初めてその店の前を通った時、俺は少しだけスピードを落として横目で駐車場を見た。自販機の明かり、入り口の蛍光とガラスに映る白い光。その時変な感じがしたんだ。なんかこう、うまく言えないんだけど、ここ、なんかおかしいな、って直感で思った。別に幽霊を見たわけではない。音がしたわけでもない。でも、そこだけ空気が違うみたいな感じがしたんだ。山の中のただの古いドライブインのはずなのに、
そこだけ妙に明るくて、でも明るいのに暗い感じがする。わかるかな、この感じ。明るいのに安心できない場所ってあるだろ。コンビニのはずなのにやけに怖いとか、人がいるはずなのに気配がないとか。あのドライブインはまさにそれだったんだ。それから何度か前を通ったけれど、俺は一度も入らなかった。先輩たちがあそこまで言うのも珍しかったし、正直なんとなく入りたくなかった。でも入ることになる。入らなきゃいけない状況になったんだ。あれは雨の日だった。かなり強い雨で、ワイパーを最速にしても前が見えにくいくらいだった。参道に入る前に少し休もうと思って、いつも止まる自販機スペースに行ったら、トラックが何台も止まっていて、止める場所がなかった。仕方がないから、もう少し先まで行こうと思って走ってたら、だんだん眠気がひどくなってきた。目が重くて、視界がぼやける。やばいな。これは一回ちゃんと止まって休憩しないと。そう思ったとき、前にあのドライブインの看板が見えた。雨の中、ぼんやりと光っている看板。俺は少し迷った。やめとけって言われてたよな。でも、このまま参道に入るのは危ない。事故るかもしれない。少し休むだけ。コーヒーを飲んで、顔洗って、すぐに出ればいい。そう思って俺はウインカーを出して、そのドライブインの駐車場にトラックを入れた。その時バックミラーに、後ろを走っていたはずのトラックがいなくなっていることに気づいた。さっきまでずっと後ろに一台ついてきていたのに。雨の中、ヘッドライトも見えない。あれ？おかしいな。と思いながら俺はトラックを止めてエンジンを切った。エンジン音が消えた瞬間、外は雨の音だけになった。ザー、ザーっていう音。その音の中になんだか人の声みたいなものが混じっている気がした。気のせいだと思って俺はトラックを降りてドライブインの入り口に向かって歩いた。自動ドアの前に立つ。ガラスの向こう、店の中は明るい。食堂みたいなテーブル、カウンター、壁に貼ってあるメニュー。だが人の姿は見えなかった。ウィーンと自動ドアが開いた。その瞬間、店の奥から誰かの声がした。妙に近い声だった。カウンターには誰も立っていないのに。俺は入り口のところで少しだけ立ち止まった。店の中はやけに明るい。古い蛍光灯の白い光で全体がぼんやりと照らされている。昔ながらのドライブインって感じで、4人掛けのテーブルがいくつか並んでいて、壁には色あせたメニューの札が貼ってある。ラーメン、カレー、生姜焼き定食、うどん、そば。どれもいかにも昔のドライブインっていうメニューだった。でも店の中には客が一人もいなかった。さっき駐車場には俺のトラックしかなかったから、まあ不思議ではないんだけれど。すいません。俺はカウンターの方に向かいながら声をかけた。するとカウンターの奥ののれんが少し揺れて、奥から一人の女が出てきた。40代くらいかな。エプロンをつけた普通のおばさんだった。いらっしゃい。こんな時間に大変だね。ニコニコしながらそう言った。あ、どうも。コーヒーだけいいですか？はいよ。疲れてるでしょ。そう言っておばさんはコーヒーを入れ始めた。その様子を見て、俺は少し安心した。なんだ、普通の店じゃないか。先輩たち、怖がらせすぎだろ。そう思いながらカウンター席に座った。
ふと店の奥を見ると、食堂スペースのさらに奥に廊下みたいなのが見えた。トイレがあるんだろうな、と思った。はい、コーヒー。目の前に湯気の立つコーヒーが置かれた。あったかいよ。すいません。ありがとうございます。カップを持つとじんわりと手が温かくなって、そこで初めて自分がかなり体が冷えていたことに気づいた。雨の中を走り続けて気も張っていたから、思っていたより疲れていたみたいだった。一口コーヒーを飲んで、はぁって息をついたとき、店の入り口の自動ドアがウィーンって開いた。俺は反射的に入り口を見た。誰も入ってこない。でもドアは開いて少ししてから閉まった。あれ？思わずそう言うと、カウンターの中のおばさんがこっちを見ないで言った。来たね。え？もう一人お客さん来たね。そう言っておばさんは店の奥の方を見ている。でも俺の位置からは入り口からテーブルまで全部見える。誰もいない。いや、誰も入ってきてないですよ。そう言ったら、おばさんは少しだけ不思議そうな顔をして、え？いるよ？って普通の声で言った。ほら、あそこ。そう言って指さしたのは一番奥のテーブルだった。俺はゆっくりと振り向いた。誰もいないはずのテーブル。でも、濡れた足跡がそこまで続いていた。入り口から一直線に。雨で濡れた靴の跡が、ペタ、ペタ、ペタって床に残ってる。でもその足跡の先の席には、やっぱり誰も座ってない。俺は何も言えなくなった。おばさんは普通に、ご注文、決まったかね？って、誰もいないテーブルの方に向かって言っている。まるで、そこに本当に客が座っているみたいに。ラーメンね。はいはい。おばさんはそう言うと、何かメモをして厨房の方に向かった。俺はもう一度奥の席を見た。誰もいない。でもテーブルの上に水の入ったコップが一つ置かれていた。さっきまではあんなのなかったはずだ。しばらくすると厨房の奥から音が聞こえてきた。ジューっていう何かを焼く音。鍋の蓋がカタカタ鳴る音。普通の料理している音。でも俺は急に落ち着かなくなってきた。なんていうか、ここに長くいちゃいけない気がする。コーヒーを半分くらい一気に飲んで、すいません、お会計を、って言いかけたとき、奥の席の方から、ズルって音がした。何かをすするみたいな音。ラーメンを食べる時の音にそっくりだったんだ。でもやっぱりそこには誰もいない。ズル、ズルズル、と音だけがする。見えない誰かがそこでラーメンを食べているみたいに。俺はもう奥の席を見ないようにしてカウンターだけを見ていた。するとおばさんがラーメンを一つ持って奥の席の方に歩いていった。そして誰もいない席に向かってこう言った。はい、お待たせ。そう言って何もない空間にラーメンを置いた。その瞬間、ジュルルルってさっきより大きな音で誰かがラーメンをすすり始めた。俺はもう限界だった。すいません。俺もう行きます。少し震えた声でそう言うと、おばさんは振り向いて、あら、もう行くの？って残念そうに言った。はい、ちょっと急ぐんで。ポケットから財布を出そうとしたとき、おばさんがこう言った。じゃあコーヒー、あの人の分と一緒でいいよ。え？
あんたの後ろの人、さっき一緒に入ってきたでしょ？背中がゾッとした。俺はゆっくりと振り向いた。入り口から俺の後ろには誰もいなかったはずだ。でも床を見ると、濡れた足跡がもう一つ、俺のすぐ後ろまで来ていた。まるで、ずっと俺の後ろに誰かが立っていたみたいに。さっき入り口から奥の席まで続いていた足跡とは別に、もう一つの足跡が、入り口、俺の後ろ、ずっと俺の真後ろで止まっている。俺は振り向いた。でも、やっぱり誰もいない。なのに耳のすぐ後ろで、やっと入ってくれた。って男の声がした。男の声は俺のすぐ後ろから聞こえた。振り向く。でもやっぱり誰もいない。なのに気配だけがある。すぐ後ろに誰かが立っている気配。俺は何も言えなくなって、そのまま固まってた。するとカウンターの中のおばさんが、こっちを見て笑いながら言った。よかったね。その人、ずっと待ってたんだよ。え？待ってた？声がうまく出なかった。おばさんは当たり前みたいに話し始めた。でもね、なかなか入ってきてくれる人がいなくてね。みんな、この店知ってるから。そう言って湯飲みを吹きながら続けた。トラックの人たち、みんな優しいからね。わかってるんだよ。ここに入ったらどうなるか。その言葉を聞いた瞬間、背中に冷たい汗が流れた。どうなるってどういうことですか？俺がそう聞くと、おばさんは少しだけ首をかしげて、交代するんだよ。って普通の声で言った。交代ですか？そう、あの人と。そう言っておばさんは俺の後ろを指さした。誰もいないはずの場所。でも確かに気配だけはある。ずっとあの人ね、ここから出られないの。だから代わりにここに残る人が来ないと出られないんだよ。頭が理解するのを拒否していた。何を言っているのかわからなかった。でも本能的に思った。ここにいたらまずい。俺は財布を出して千円札をカウンターに置いた。釣り、いらないんで。そう言って店の入り口の方に向かって歩き出した。その時後ろから足音が聞こえた。ペタ、ペタ、ペタ、と濡れた靴で歩く音。さっき見た濡れた足跡の音。そいつが俺のすぐ後ろをついてくる。ゆっくり、ペタ、ペタ、ペタ。走り出したら追いつかれる気がして、俺は早歩きで入り口に向かった。自動ドアの前に立つ。ウィーンとドアが開いた。外は相変わらず大雨だった。でも構わず外に出ようとした。その時、後ろから男の声がすぐ耳元で聞こえた。次はあんたの番だ。その瞬間俺は反射的に外に飛び出した。雨の中駐車場を走ってトラックに飛び乗った。エンジンキーを回す。でもエンジンがかからない。キュル、キュルキュル。焦れば焦るほどかからない。バックミラーを見た。ドライブインの入り口の前に誰かが立っていた。雨の中ぼんやりとトラック運転手の格好をした男だった。ずぶ濡れで帽子をかぶってこっちをじっと見ている。顔はよく見えない。でも動かない。ずっとこっちを見てる。何なんだよ。思わず声が出た。
するとその男がゆっくりと手を挙げて、こっちに向かって手招きをした。戻ってこいっていうみたいに。その時助手席のドアがガチャって音を立てた。鍵は閉めたはずなのに、ギーって音を立てて助手席のドアが少し開いた。誰かが乗り込もうとしているみたいに。俺はもう半分パニックでもう一度キーを回した。キュルキュル、ブーンとエンジンがかかった。俺はすぐにギアを入れて思いっきりアクセルを踏んだ。タイヤが水を跳ねてトラックが前に飛び出す。バックミラーを見た。だがさっきの男がまだ立っている。でもその横にもう一人立っていた。それは店のおばさんだった。二人並んで雨の中ずっとこっちを見てた。ドライブインの明かりだけがやけに明るくて、その光の中に二人が立っているのがだんだん小さくなっていった。山を越えて次のサービスエリアに着いたとき、俺はまだ手が震えていた。トラックを止めて自販機の前でタバコを吸っていたら、見知らぬ運転手のおっちゃんに声をかけられた。お前もしかしてあのドライブインに入ったのか？俺は黙ってうなずいた。するとおっちゃんはしばらく黙ってからこう言った。後ろ、誰か乗ってきてないか？背筋が凍った。俺はゆっくり振り向いて自分のトラックの助手席を見た。暗くてよく見えない。でも助手席のシートが濡れていたんだ。まるで雨に濡れた誰かがさっきまでそこに座っていたみたいに。おっちゃんが小さな声で言った。多分、お前の後ろ走ってたトラックの運転手だ。え？あそこな、昔事故があったんだよ。雨の日の夜、トラックが一台崖から落ちてな。それから運転手、ずっと見つかってないらしいんだ。それからだよ、雨の夜だけ、あのドライブインにもう一台トラックが来るって話が出たのは。おっちゃんはタバコを捨てて足で踏み消した。多分あいつ、ずっと次の運転手を待ってるんだよ。自分の代わりに、あそこに残る運転手をな。だから俺たちはあの店には入らない。後ろにトラックがついてきている夜は、特にな。俺は何も言えなかった。その日以来、俺はあの道を通るとき、必ずバックミラーを見るようになった。雨の日の夜、山に入る前、ずっと後ろを走ってくるトラックがいないか確認する。もしずっと同じ距離でついてくるトラックがいたら、俺はどんなに眠くても、あのドライブインだけには絶対に入らない。あそこに入ったら、今度は自分が雨の夜、駐車場に立って、次の運転手を待つ側になるかもしれないから。そしてもう一つ、あの店の前を通るとき、たまに見えることがある。駐車場に止まっているトラックの助手席に、誰も座っていないはずなのに、濡れた人の形だけ浮かんでいるのが。幼い頃に体験したとても恐ろしい出来事について話します。その当時私は小学生で、妹、姉、母親と一緒にどこにでもあるような小さなアパートに住んでいました。夜になったらいつも畳の部屋で家族揃って枕を並べて寝ていました。ある夜、母親が体調を崩し、母に頼まれて私が消灯をすることになりました。洗面所と居間の電気を消し、テレビ等も消して、それから畳の部屋に行き、母に家中の電気をすべて消したことを伝えてから、自分も布団に潜りました。
横ではすでに妹が寝ています。普段よりずっと早い就寝だったので、その時私はなかなか眠れず、しばらくの間ぼーっと天井を眺めていました。すると突然、静まり返った部屋で、カン、カンという変な音が響いたんです。私は布団からガバッと起き、暗い部屋を見回しました。だがしかし、そこには何もない。カン、カンと、また少しして、さっきと同じ音がまた聞こえてきました。どうやら、今の方から鳴ったようです。隣にいた姉が、今の、聞こえたと聞いてきました。空耳なんかではなかったようです。もう一度部屋の中を見渡してみましたが、妹と母が寝ているだけで部屋には何もありませんでした。おかしい。確かに金属のような音で、それもかなり近くで聞こえてきた。姉もさっきの音が気になったらしく、今を見てみる、と言いました。私も姉と一緒に寝室から出て、真っ暗な居間の中に入りました。そしてキッチンの近くからそっと居間を見ました。そこで私たちは見てしまいました。居間の中央にあるテーブル。それはいつも私たちが食事をとったり団らんしたりするところ。そのテーブルの上に人が座っていたんです。こちらに背を向けているので顔まではわかりません。でも腰のあたりまで伸びている長い髪の毛、ほっそりとした体格、身につけている白い浴衣のような着物から女であるということはわかりました。私はぞっとして姉の方を見ました。姉は私の視線には少しも気づかず、その女に見入っていました。その女は真っ暗な居間の中で、背筋をまっすぐに伸ばしたまま、テーブルの上で正座をしているようで、ピクリとも動きません。私は恐ろしさのあまり、足をガクガク震わせていました。声を出してはいけない。もし出せば恐ろしいことになる。だがその女は、こちらには全く振り向く気配もなく、ただ正座をしながら私たちにその白い背中を向けていました。私はとうとう耐えきれず、うわーと大声で何かを叫びながら寝室に飛び込みました。母を叩き起こし、居間に人がいると泣きわめいた。どうしたの？こんな夜中に。そういう母を引っ張って居間に連れて行きました。居間の明かりをつけると、姉がテーブルのそばに立っていました。さっきの女はどこにもいません。テーブルの上もきちんと片付けられていて何もありませんでした。しかし、そこにいた姉の目はうつろでした。今でもはっきりとその時の姉の表情を覚えています。私と違って彼女は何かに怯えている様子はみじんもなく、テーブルの上だけをじっと見ていました。母が姉に何があったのかを尋ねてみたところ、あそこに女の人がいた、とだけ言いました。母は不思議そうな顔をしてテーブルを見ていましたが、もう、早く寝なさい、とだけ言って三人で寝室に戻りました。私は布団の中で考えました。寝室に行って母を起こして居間に連れてきたちょっとの間、姉は居間でずっとあれを見ていたんだろうか。姉の様子は普通ではなかった。何か恐ろしいものを見たのでは？そう思っていました。そして次の日、姉に尋ねてみました。お姉ちゃん、昨日のことなんだけど。そう聞いても姉は何も答えません。下を向いて沈黙するばかり。私はしつこく質問しました。すると姉は小さな声でボソッとつぶやきました。あんたがあんな大きな声を出したから。それ以来、姉は私に対して冷たくなりました。話しかければいつも明るく反応してくれていたのに、無視されることが多くなりました。
そしてあの時のことを再び口にすることはありませんでした。あの時私の発した大声で、あの女は多分姉の方を振り向いたんです。姉は女と目が合ってしまったんだ。きっと想像できないほど恐ろしいものを見てしまったんだ。そう確信していましたが、時が経つにつれて次第にそのことも忘れていきました。中学校に上がって受験生になった私は、毎日決まって自分の部屋で勉強するようになっていました。姉は県外の高校に進学し、寮で生活して、家に帰ってくることはめったにありませんでした。ある夜、遅くまで机に向かっていると、扉の方からノックとは違う何かの音が聞こえました。カン、カンと、かなりかすかな音です。金属っぽい音。それが何なのかを思い出した私は、全身にどっと冷や汗が吹き出ました。これはあれだ。小さい頃に母が風邪をひいて、私が代わって消灯をした時の、カン、カン、とまた鳴りました。扉の向こうからさっきと全く同じ金属音。私はいよいよ怖くなり、妹の部屋の壁を叩いて、ねえ、ちょっと起きてと叫びました。しかし、妹はもう寝てしまっているのか、何の反応もありませんでした。母はずっと早寝をしている。とすれば、家の中でこの音に気づいているのは私だけでした。一人だけ取り残されたような気分になりました。そしてもう一度、あの音が。カン、カン。私はついにその音がどこで鳴っているのか分かってしまいました。そっと部屋の扉を開けました。真っ暗な短い廊下の向こう側にある居間。そこはカーテンから漏れる青白い外の光でぼんやりと照らし出されていました。キッチンのそばから居間を覗くと、テーブルの上にあの女がいました。幼い頃、姉と共に見た記憶が急速に蘇ってきました。女はあの時と同じ姿で、白い着物を着て、スラッとした背筋をピンと立て、テーブルの上できちんと正座をし、その後ろ姿だけを私に見せていました。そして、カン、カン。今度ははっきりとその女から聞こえました。その時私は声を出してしまいました。何と言ったかは覚えてはいませんが、またも声を出してしまったのです。すると女は私の方を振り返りました。女の顔と向き合った瞬間、私はもう気がおかしくなりそうでした。その女の両目には、ちょうど目の中にぴったり収まる大きさの鉄釘が刺さっていました。よく見ると、両手には鈍器のようなものが握られている。そして、口だけで笑いながらこう言った。あなたも、あなたたち家族も、おしまいね。ふふふ。次の日気がつくと私は自分の部屋のベッドで寝ていました。私は少しして昨日何があったのかを思い出し、母に、今で寝ていた私を部屋まで運んでくれたのと聞いてみましたが、何のことと言うではありませんか。妹に聞いても同じで、どうせ寝ぼけてたんでしょうが、とケラケラ笑われた。しかも私が部屋の壁を叩いた時には、妹はすでに熟睡していたとのことでした。そんなはずがない。私は確かに今であれを見て、そこで意識を失ったはずです。誰かが居間で倒れている私を見つけて、ベッドに運んだとしか考えられませんでした。でも、改めて思い出そうとしても、頭がもやもやとしていました。ただ、最後のあのおぞましい表情と、にやりと笑った口から出た言葉は、はっきりと覚えていました。私と家族がおしまいだと。異変はその日のうちに起こりました。私が夕方頃、
学校から帰ってきて玄関のドアを開けた時です。いつもなら居間には母がいて、キッチンで夕食を作っているはずであるのに、居間の方は真っ暗でした。電気も消えていました。お母さん、どこにいるの？私は玄関からそう言いましたが、家の中はしんと静まり返って、まるで人の気配がしませんでした。鍵は開いているのに、かけ忘れて買い物にでも行ったのだろうか。のんきな母ですので、たまにこういうこともあるのです。やれやれ、と思いながら、靴を脱いで家に上がろうとしたその瞬間、カン、カン、と、居間の方で何かの音がしました。私は全身の血という血が、一気に凍りついたような気がしました。数年前と、そして昨日と全く同じあの音。ダメだ。ここにこれ以上いてはいけない。恐怖への本能が理性をかき消しました。ドアを乱暴に開け、無我夢中でアパートの階段を駆け下りました。一体何があったのだろうか。そしてお母さんはどこにいるの？妹は？家族のことを考えて、さっきの音を何とかして忘れようとしました。これ以上あれのことを考えていると気が狂ってしまいそうだったんです。すっかり暗くなった路地を走りに走った挙句、私は近くのスーパーに来ていました。お母さん、きっと買い物してるよね。と一人でつぶやき、切れた息を取り戻しながら中に入りました。時間帯が時間帯なので、店の中に人はあまりいなかった。私と同じくらいの中学生らしき人もいれば、夕食の材料を調達しに来たと見える主婦っぽい人もいた。その至って普通の光景を見て、少しだけ気分が落ち着いてきたので、私は先ほど家で起こったことを考えました。真っ暗な居間、開いていた鍵、そしてあの金属音。家の中には誰もいなかったはず。あれ以外は。私が玄関先で母を呼んだ時のあの家の異様な静けさ。あの状態で人なんかいるはずがない。でも、もしいたら？私は玄関までしか入っていないので、ちゃんと中を見ていません。ただ電気が消えていただけ。もしかすると、母はどこかの部屋で寝ていて、私の声に気づかなかっただけかもしれない。なんとかして確かめたい。そう思い、私は家に電話をかけてみることにしました。スーパーの脇にある公衆電話。お金を入れて、震える指で慎重に番号を押していきました。受話器を持つ手の震えが止まりません。1回、2回、3回。コール音が頭の奥まで響いてきます。そして、ガチャッと誰かが電話を取りました。私は息を飲んだ。耐え難い瞬間。もしもし、どなたですか？その声は母だった。その穏やかな声を聞いて、私は少しほっとしました。もしもし、お母さん？あら、どうしたの？今日は随分と遅いじゃない。何かあったの？私の手は再び震え始めました。手だけじゃない。足もガクガク震え出して、立っているのがやっとだった。あまりにもおかしいです。いくら冷静さを失っていた私でも、この異常には気づきました。なんで？お母さん。なんでって何が？ちょっと大丈夫？本当にどうしたの？お母さんが今、こうやって電話に出れるはずがないんです。私の家には今にしか電話がないんです。さっき今にいたのはお母さんではなく、あの化け物だったのに。なのにどうしてこの人は平然と電話に出ているんだろう。それに、今日は随分と遅いじゃないと、まるで最初から今までずっと家にいたかのような言い方。私は
電話の向こうで何気なく私と話をしている人物が、得体の知れないもののようにしか思えなかった。そして、乾ききった口から何とか絞って出した声がこれだった。あなた、誰なの？誰って。そして少しの間を置いて返事が聞こえた。あなたのお母さんよ。ふふふふ。カンカン、その後。以前このスレでカンカンという話を投稿したものです。あれから8年近くもの月日が経ちました。またも恐ろしい出来事がありましたので、皆様にお伝えしたいと思います。拙い文章であることに加え、前回の話を読んでいない方には、少々伝わりにくいかもしれませんが、ご了承ください。現在私の実家のアパートには、母と妹が住んでおり、2つ上の姉は実家からだいぶ離れた場所で就職し、私は隣の県の大学に通いつつ、一人暮らしをしています。父は単身赴任で、8年前と変わらず全国を転々としています。去年の冬、久しぶりに実家から連絡があり、母から家に戻ってきなさい、と声をかけられました。私はとにかく家に帰るのが嫌で、せっかくの休日をあのおぞましい場所で過ごしてたまるものか、と思い、母の誘いを毎年頑なに断っていましたが、今年はめったに戻ることのない姉と父が帰ってくることもあり、母の怒声にも押され、卒論を間近に控えつつも、しぶしぶ帰省することにしました。恐ろしい目にあった家に再び戻ることにも抵抗は十分あったのですが、実はそれよりも怖いことがありました。母には申し訳ないことなのですが、母と対面するのが何よりも怖かったんです。かつて母と電話越しで会話をしたとき、母が明らかにおかしな様子だったのを今でも覚えています。母の声なのに母じゃないものと会話をしていたあの瞬間、今でも忘れられません。とはいえ、すべては過去のこと。あれを見た後でも私の身の回りでは特におかしなことはなく、幸運なことに家族の中で病気をしたり、怪我をしたりする人もいませんでした。姉も妹も元気そうにしているし、母も父もここ8年で変わったことはないようです。もはや家族がおしまいという呪いの言葉だけではなく、白い着物姿の女を見たことさえも夢だったのではないかと思い始めているところでした。耳にこびりついているあの嫌な音だって、いつかきっと忘れるに違いありません。絶対に大丈夫と自分に強く言い聞かせ、私は実家へと向かいました。帰省を避けていた本当の理由を母に悟られないよう、せめて実家にいる間は明るく振る舞おうと心に決めていました。家に帰った私はほっとしました。父も母も妹も姉も元気そうで、久しぶりに帰省した私を見て、卒業は大丈夫なのか、彼氏はできたのか、などとお約束のおせっかいを焼くのでした。あれほど気にしていた母も変わった様子はなく、ホテルの清掃業のパートで日々忙しいとのことでした。しかし姉に話しかけることだけは気まずく、ためらわれました。その理由は、8年前のあの出来事があってから、姉は私のことを今日まで徹底的に無視し続けたからです。幼い時、あの真っ暗な居間で私が大声で叫んだことが絶好のきっかけに違いなく、私に対する姉の冷たさは尋常ではありませんでした。そんな姉が実家で発した言葉に私は耳を疑いました。あんたのことずっと無視しててごめん。まさかかれこれ8年も無視されていた姉から謝罪の言葉があるとは思いませんでした。私こそごめんなさい。でも突然どうしたの？もしかして何かあった？驚きのあまり聞かない方が良いことまで聞いてしまったような気がしました。
姉はどこかぎこちない表情を浮かべましたが、昔使っていた姉と私の共用部屋に私を招いて話をしてくれました。私の家でね、あの音が聞こえたの。あの音という言葉を聞いただけで、私は何かひんやりとしたものが背筋を伝うのを感じました。姉はそんな私の様子を見てから話を続けました。あの日、仕事から帰ってきたのが夜9時頃。それで、部屋でテレビを見ていたんだけど、風呂場の方で、カン、カンって、ちっちゃい頃あんたと一緒にその音を聞いたことがあったから、すぐにわかったよ。これはやばいって。近くに同僚が住んでいたから、速攻で家を出て、その友達のところに行ったの。その友達ん家で話をしていたら、また風呂場の方から、カン、カンって、おかしな鉄の音だった。友達も私もパニックになって、部屋を出て警察を呼んだ。でも結局、風呂場には何もなかったし、一応部屋も調べてもらったんだけど、何もなかった。姉の話は、8年前のあの忌まわしい記憶を完全に蘇らせました。あの時の出来事は今でも忘れられません。真っ暗な居間、テーブルに座る女、そして、カン、カンという金属音。振り向く女、おぞましい顔。何の前触れもなく聞こえるあの音は、自分をしばらく極度の金属音恐怖症にさせるほどおぞましいものでした。音楽が流れる場所では、カウベルや鈴のような音が鳴らないかヒヤヒヤし、台所のフライパンや鍋の発する金属音に耳を塞いでは怯え、遠方に向かうときは踏切のある道路を避けねば移動もままならない。ただ姉の話には8年前とはいくつか違う点がありました。白い着物姿の女を見ていなければ声も聞いていない。聞こえたのはカン、カンという不気味な音だけ。しかも場所は風呂場。私は今のテーブルの上にあれが正座している姿は知っているが、風呂場だなんて。本当にあれだったんだろうか。そう姉に問いかけようとしたとき、突然姉はボロボロと涙をこぼし始め、泣き出しました。私はうろたえながらも、まだあれだって決まったわけじゃないじゃん。と姉をなだめようとしました。すると姉は泣き顔のまま私の顔を睨み、あんた、お母さんのことミカから聞いていないの？と、凄みのある声で迫ってきました。お母さんのこと？妹から？話の方向が見えず、当惑しました。今さっきだって、母の作った美味しいビーフシチューをいただいたばかりだった。母の様子に何もおかしいことなんてなかったし、妹も普段通りだったように見えた。焦りを隠せない私に向かって、姉は涙を拭いながら言いました。時々、夜中に家をこっそり出ていくんだって。でも、詳しいことはミカに聞いて。ただなるの姉の話を聞いて、私はすぐ妹の部屋に行き、問いただしました。ねえ、お母さんが夜に外に出てるってどういうこと？ああ、お姉に聞いたんだね。本当なんだよ。なんなら一緒に見る？その夜私は妹の部屋に入れてもらい、妹のベッドの隣に布団を敷き、ぼんやりと天井を眺めながら時間が経つのを待っていました。妹の話では、母が家に出る時間帯はだいたい決まっていて、1時過ぎ頃に家を出て、10分程度で帰ってくるとのことでした。最初母の外出に気づいた妹は、気分転換がてら外にタバコを吸いに行っているものだと思っていたらしく、特に気にも留めずそのまま寝ていたらしかった。しかし、雪が降るほどに寒くなってからも母の外出は続いた。そしてそのことを母に聞くと、何のこと？という反応。とぼけている様子もなく、自分が深夜に外出していること自体、
全く自覚がなかったそうだと言うんだ。不審に思った妹は母の後をこっそりとつけました。そろそろだよ。妹が言うと私は耳を澄ませました。すると間もなくドアを一枚隔てた廊下側で何やら人の気配がしました。ガサガサッと玄関のあたりで物音が聞こえました。おそらくブーツを履いているんだろうと思った。そしてキーという音とともにコツコツコツという足音。間違いなく今外に出た。私と妹は顔を見合わせ、なるべく音を立てないようにドアを静かに開け、忍び足で玄関に行った。鍵はかかっていなかった。妹は注意深くドアノブを握り、そっとドアを開けた。真っ暗な路地、街灯と月明かりだけが頼りだった。母はどこに行ったんだと妹に聞くと、驚いたことにすぐ近くにいるという。嫌な予感がじわじわとしていた。家から100メートルほど進んだところ、路地を照らす街灯の下に母はいた。母は電柱の周りをぐるぐると回っていた。散歩のようにゆったりと歩くようなペースではなく、かなり速い早歩き、あるいは駆け足のようなものすごいスピードで、ぐるぐる、ぐるぐると回っていました。昼間に見せてくれていたような優しげな表情は今はどこにもなく、遠目に見ても般若のような鬼の形相にしか見えませんでした。あまりの恐ろしさに呆然としていると、妹は、もう帰ろうと促すと同時に、多分あと10分くらい続くから、あれと付け加えた。それがものすごく怖かった。母の異常な姿を目の当たりにして、私はようやく事の重大さに気づき始めました。あなたも、あなたたち家族もおしまいね。今頃になって、あの女のおぞましい言葉が頭の中で繰り返されました。妹よりも一足早く家に帰ってきた私は、居間の電気をつけようと壁を探りました。だいたいこの辺にスイッチがあったのに、とそう思いながら手探りをしていると、指先に角張ったプラスチックの感触が伝わりました。それとほぼ同時に真っ暗な空間で、カン、カンという音が響き渡りました。と思った時にはすでに遅く、私は壁のスイッチを押してしまいました。白い光で照らし出される今、強い光に目が慣れず、私は反射的に目を細めた。テーブルの上には白い着物を着た女が座っていて、こちら側に背を向けているので、顔まではわかりませんでした。現実感がまるでなく、冷静な思考ができませんでした。テーブルの上に女が正座しているだけでも異常なのに。点灯したばかりの室内灯に目順応しきれていない私の目には、今の空間全体が奇妙なものに映りました。嫌な汗がどっと吹き出ているのを体に張り付く衣服で感じていました。何分、いや、何秒そうしていたかはわかりませんが、私の指が再びパチンとスイッチを押すと、今は真っ暗な闇に飲まれ、何も見えなくなりました。そして、ちょうどその時、玄関からガチャリとドアの開く音がしました。妹かな？しかし私の視線は、再び闇に包まれた今の方に釘付けで、テーブルの上にはまだあの女がいるような気がしていました。その一方で玄関では、ガサ、ガサという靴を脱ぐような音に続いて、木造の床に体重がかかるときになる、ギッ、ギッという独特のきしみ音がしました。私は廊下の方を振り向くことができませんでした。妹に決まっているはずなのに、そっちの方を見れない。いや、なんとなくわかっていました。気配というか、勘というか、あやふやなものだったけれど、後ろから近づいてくるのは、おそらく妹ではなかった。形容しがたいほどおぞましい感覚が、ギッ、ギッ、
というきしみ音とともに強くなっていく気がしました。そして真っ暗な居間の真ん中、テーブルが置いてあるあたりで、カン、カンという金属音が鳴りました。意識が遠のく寸前、私のすぐ後ろにいた人物の手にガッと肩をつかまれたのを確かに感じました。ちなみにその翌日、私は姉の部屋で寝ていたそうです。姉も妹もあの真っ暗な居間で私の肩を掴んだということは一切ないと断言しており、しかも妹が帰ってきた時には母はまだ帰宅していなかったそうです。靴だけではなく母の寝室も確認したから絶対に確かだとのことでした。妹曰く母の異常な行動は今でも続いているようです。精神科にも相談したし、うちでお祓いだってしてもらった。通報されたこともあるからね。後で聞いた話だが、妹はすでに姉から詳しい話を聞かされており、父には内緒でいろいろやっていたらしい。だがいずれも徒労に終わった。母の異常な行動を見れば効果がないのは一目瞭然だった。そして私にはもう分かっていた。あの女のせいだ。姉の家で鳴った音だって、あの夜の母の恐ろしい姿だって、全部あの女が原因なんだ。そう思うと怒りがこみ上げてくる。でも怒り以上にあの女が恐ろしくてたまらない。なるべく早いうちに父に打ち明け、アパートを引き払うことを検討しています。